のささやきの朗読やあれは俺が20歳だった頃の話だ。大学の夏休み、昼間はバカみたいに暑いくせに、夜になると山の空気だけが妙に冷える。そんな時期だった。その日、俺たちはいつものようにコンビニの駐車場に集まっていた。で、今日はどこ行くんだよ。俺が缶コーヒーを開けながらそう言うと、助手席に座っていた工藤がニヤッと笑った。山。ざっくりしすぎだろ。ただの山じゃねえんだ。出る山なんだ。運転席でスマホをいじっていた遠藤がだるそうに口を開く。ああ、また始まった。いやいや、今回はマジなんだって。かなりやばい。工藤はスマホの画面を俺たちに向けてきた。そこには古い白黒写真が写っていた。木造の家、和服姿の村人。全員妙に無表情だった。どここれ？大正時代に廃村になった村。よくそんな場所見つけてこれるな。今回は結構調べたんだよ俺。工藤は嬉しそうに笑う。昔この村で村人同士の殺し合いみたいな事件があったらしいんだ。殺し合い？ああ、でも理由はよくわかってない。食糧難だったとか、宗教絡みだったとか、いろいろあるんだけど、とにかく最後はほとんど全員死んだらしいんだ。うわぁ。で、その後村ごと捨てられた。俺は写真を見つめた。古い写真特有の不気味さなのか、全員の顔が妙に暗く見える。まあでもさ、そういう話って全国どこにでもあるよな。ところがどっこい。工藤は人差し指を立てた。この村にはな、まだ続きがあるんだ。遠藤がエンジンをかけながら言う。はいはい、呪われた井戸ね。なんでわかったんだよ。お前の話、だいたい井戸かトンネルだからさ。偏見だろそれ。車が走り出す。街灯が少しずつ減っていき、窓の外が暗くなっていく。工藤は嬉しそうに話を続けた。この村の中心に古い井戸があるらしいんだよ。へえ。で、その井戸の底に隠し部屋があるっていう噂なんだ。隠し部屋？そう。昔死体を隠していたっていう場所なんだ。俺は思わず顔をしかめた。うわぁ。白骨死体がさ、山みたいに積まれてるらしいんだ。それお前、絶対持ってるだろ。いや、実際に行ったっていう話も残ってるんだ。マジで？ただな。工藤はそこで急に声のトーンを落とした。その井戸に入ったやつ、変なことになるらしいんだ。山道へ入ったタイミングだった。車内が少し静かになる。タイヤが砂利を踏む音だけが続く。変なことって？俺が聞く。工藤は窓の外を見ながら言った。井戸の中に入ると自分の声が聞こえるんだって。はぁ？自分の声で上にいるやつに話しかけるらしいんだ。なんだよそれ。しかもな、井戸に入った本人は
喋ってないそうなんだ。その時遠藤が小さく眉を寄せた。どういう意味だ？井戸の中でな、金縛りみたいになって動けなくなるんだってさ。そして声も出せない。でもどっからか自分の声だけが聞こえるらしいんだ。へえ。んで、その声が上のやつを呼ぶんだってさ。工藤は少し笑いながらこう言った。おーい、大丈夫だーとか、こっち来てくれよーとか。ありがちだな。でも、その呼びかけに反応するとダメらしいんだ。なんで？知らん。何か起きるっていう話だけは残ってるんだけどな。雑すぎだろ。だから怖いんだって。工藤は楽しそうだった。でも遠藤だけは少し黙っていた。その話、どこまで調べたんだ？地元の古い掲示板とか、あと、昔この辺りに住んでたっていう人のブログ。暇人だな、お前。褒め言葉だな。やがて、舗装された道路が終わる。車体がガタガタっと揺れ始めた。細い山道、左右の草木が窓をする。すると遠藤が小さく舌打ちをした。道狭すぎんだろ。大丈夫だよ。もうすぐ着く。工藤が前を指した。木々の隙間に黒い影が並んでいる。廃屋だった。崩れかけた木造家屋が山の中に点々と残っている。まるでそこだけ時間が止まっているみたいだった。うわ。俺は思わず声を漏らした。だけど妙だった。山なのに虫の声が少なかった。風も吹いていない。遠藤が車を止め、エンジンを切る。その瞬間、あたりが異様な静けさに包まれた。なんか嫌だな、ここ。俺がそう言うと、工藤はニヤッと笑った。だろ？そして懐中電灯を向ける。草むらの奥、そこには古い井戸があった。井戸の縁からは黒ずんだ太いロープが垂れている。まるで誰かが最近まで使っていたみたいに。井戸を見た瞬間、さっきまで騒いでいた工藤も少しだけ黙った。思ったより雰囲気あんな。懐中電灯の光に照らされた井戸は想像以上に古かった。石積みの縁には苔がびっしり張り付いていて、ところどころ黒く変色している。問題はそのロープだった。井戸の中へ向かって垂れている太い縄。かなり古そうなのに途中が妙に擦れている。それは最近まで誰かが使っていたみたいに。いや、これ誰か来てるだろう。俺が言うと工藤も苦笑いした。だよな。遠藤だけは黙って井戸を見下ろしていた。懐中電灯を向けてもそこは見えない。黒かった。光を飲み込んでいるみたいに。深いなぁ。遠藤がボソッと言う。その時だった。どこか遠くで、カーとカラスの鳴く声がした。俺はなんとなく肩をすくめる。うわぁ、ベタだな。カラスってさ、こういう時だけ空気読むよな。工藤は笑いながら井戸の縁を軽く蹴った。コンと乾いた音が響く。で、遠藤が言った。
誰が行くんだ？その空気で、俺と工藤は同時に遠藤を見た。いや、俺は行かねえぞ。遠藤が即座に首を振った。なんで俺なんだよ。運転手だから？関係ねえだろ。一番冷静じゃん。だからって、井戸を降りる理由にはならねえよ。すると工藤がニヤニヤしながら言った。んじゃあ、公平に決めるか。嫌な予感しかしねえ。じゃんけん。三人同時に手を出した。結果。しゃあ！俺が勝った。遠藤も勝った。そして。はあ、なんで俺なんだよ。工藤だけが負けた。語り部から死ぬんだよ。遠藤が真顔で言う。縁起悪いよ。ほら、行けよ。工藤はブツブツ文句を言いながらもロープを握った。だが降りる直前、急に真顔になった。なあ。俺と遠藤を見る。さっきの話、覚えてるよな。自分の声がどうとかってやつ？ああ、そうそう。工藤は井戸の中を見下ろした。もし、下から俺の声がしても、絶対に反応すんなよ。はいはい。いや、マジだからな。工藤の声は妙に真剣だった。呼ばれても来んなよ。遠藤だけはふざけずにうなずいた。ああ、わかった。工藤は少し安心したみたいに笑った。まあ、どうせなんもねえと思うけどさ。そう言ってロープをつかむ。ギシッと縄がきしんだ。うわ、怖っ。落ちんなよ。お前ら、もし俺が死んだら、ちゃんと警察呼んでくれよ。気分次第。この白状者。工藤はそう叫びながら、少しずつ井戸の中へと降りていった。懐中電灯の光が、下へと小さくなっていく。おー、結構不敬ぞこれ。工藤の声が反響してきた。滑る。知らねえよ。やがて、工藤の姿は完全に闇に飲まれた。声だけが聞こえる。うわ、くっさ。大丈夫か？多分な。その声が妙に遠い。井戸の底ってこんなに深かったか？俺はなんとなく縁から中を覗き込んだ。暗い懐中電灯の光だけがかすかに見える。すると、あ！下から工藤の声。なんかある。ガサッと何かをする音。横穴？その瞬間だった。ぷつりと工藤の声が止まった。井戸の中が静かになる。工藤？返事はない。遠藤も黙っている。妙に嫌な沈黙だった。数秒、いや、1分くらいだったかもしれない。時間の感覚が変だった。そして突然、おーい！工藤の声が響いた。俺は少しほっとした。なんだよ、びっくりさせんなって。だが、次の瞬間、遠藤がゆっくりとこっちを見た。
今の聞いたか？え？声。いや、工藤だろ。遠藤は迷いを捨ていた。その顔を見て、俺も少し不安になる。するとまた、下から工藤の声。大丈夫だ。やっぱなんもなかったぞ。なんだろう。普通の工藤の声だ。いつもの喋り方。なのに、どこか妙だった。感情が薄いというか、妙に平坦だった。遠藤が井戸を見下ろしたまま言った。桐谷、ん？あいつ、なんて言って降りた？え？降りる前。俺は少し考える。そして、背筋が冷えた。もし下から俺の声がしても、絶対に反応すんなよ。工藤は、そう言ってたよな。その時、また下から声がした。おーい、見てほしいもんがあんだ。ちょっと下来てくれよ。すると遠藤が小さく舌打ちをした。やっぱりか。俺は急に喉が渇いた。なあ。桐谷。遠藤は井戸から目を離さないままこう言った。あれ、本当に工藤だと思うか？遠藤のその一言で井戸の周りの空気が一気に冷えた気がした。え？俺は思わず井戸の中を覗き込んだ。真っ暗だった。懐中電灯の光すら見えないんだ。なのに声だけは聞こえる。おい、早く来いって。工藤の声。聞き慣れた声。でも妙だった。笑ってるみたいなのに感情がないんだ。人間が工藤の真似をしているみたいな声だったんだ。いや、でもさ、工藤だろ？俺がそう言うと、遠藤は小さく首を振った。違うと思うぞ。なんでわかるんだよ。あいつ言ったよな。遠藤は井戸を見たまま言う。あいつ、何があっても、下から呼ばねえって言ったよな。その瞬間、井戸の底からまた声が響いた。なあ、早く来いよ。今度は少しだけ声が近かった。ゾワッと鳥肌が立つ。まるで少しずつ上がってきているみたいだった。俺は思わず一歩下がった。すると遠藤が深いため息を吐いた。はぁ。そしてリュックを下ろした。ごそごそっと中を探り、小さなガラス瓶を取り出した。親指くらいの大きさの瓶。中には透明な液体が入っている。遠藤は俺の声を無視した。そのまま瓶を握り、低い声で何かを唱え始めた。それは聞いたことのない言葉だったんだ。呪文みたいな、祝詞みたいな。抑揚の少ない声が静かな背奏に響いた。俺は完全に固まっていた。何やってんのお前。遠藤は唱え終わると小さく息を吐いた。まあ、黙って見てろ。そう言って井戸の中へと小瓶を落とした。カラン、カラン、カランと瓶が井戸の壁に当たりながら落ちていく音がする。やけに長かった。そしてパリーンと下の方でガラスの割れる音が響いた。直後、
と、井戸の底から人間とも獣ともつかない絶叫が響いた。俺は反射的に耳を塞いだ。だが、その声は耳ではなく頭に響いてくるみたいだった。しかも一つじゃない。何人もの声が混ざっているんだ。男、女、子供。ぐちゃぐちゃに混ざった悲鳴だったんだ。井戸の中から生臭い風が吹き上がってきた。俺はその場に尻餅をついた。うわ！遠藤だけが井戸を睨んでいる。たく。そして呆れたようにつぶやいた。いっぺんあいつは死ねばいいんだよ。俺は震えながら笑った。いや、死んだら戻れないだろう。まあな。今回はほんと運が良かった。え？遠藤は井戸の下を見ながら言った。今の中身な、これ一個しかねえんだよ。は？これはな、親父に持たされてたんだ。出先で何かあったら使えってな。そんな貴重なもん、工藤に使ってよかったのか？すると遠藤がようやく少し笑った。案外お前もやべえやつだな。その時だった。下から弱々しい声が聞こえた。おーい。俺と遠藤が同時に井戸を見る。遠藤。ああ。今度はうなずいた。今度は本物だ。わかるのか？死者の声が混じってねえからな。意味がわからなかった。でも、さっきまでの声とは確かに違った。震えていた。怯えていた。それは生きている人間の声だった。工藤！俺は井戸に向かって叫んだ。無事か？早く引っ張ってくれ！おう！俺と遠藤は急いでロープをつかむ。重かった。下から全力でしがみついているのがわかる。お前、重てえよ。うるせえ！ギシギシとロープがきしむ。そして井戸の縁から工藤の手が見えた。俺たちは一気に引っ張り上げた。うわっ！地面に転がり出た工藤を見て、俺は思わず吹き出した。顔がぐしゃぐしゃだったんだ。涙、汗、鼻水、全部混ざっている。しかも腰が抜けているのか立てていなかった。遠藤。俺は笑いながら言った。やっぱこいつ、工藤じゃないって。遠藤もロープを握ったまま言う。お、じゃあ落とすか。ちょ、待ってくれよ。工藤は半泣きだった。こいつは紛れもなく本物だった。間違いない。しばらくして、ようやく呼吸が落ち着いた工藤が水を飲みながら言った。あれ、何だったんだよ。誰も答えなかった。工藤はまだ震えていた。下にな、部屋があったんだよ。マジであったの？ああ。工藤の顔から笑いが消えた。骨がいっぱいあったんだ。どれくらい？わかんねえ。そして工藤は唇を震わせた。山みたいだった。
俺は少し黙る。すると工藤が小さな声で続けた。そしたら急にさ、体が動かなくなって。金縛り？多分。声も出ねえし、指一本動かねえの。工藤は自分の喉を押さえた。なのにさ。その時、工藤の顔色が変わった。俺の声が聞こえてきたんだよ。俺と遠藤は黙って聞く。口なんて開いてないのに、どっか後ろの方から、おーいって。工藤は震えていた。しかもな、その声笑ってたんだ。風が吹いた。廃村の奥で何かきしむ音がする。俺たちは誰も井戸を見なかった。そのまま車へ戻る。その帰り道、工藤は後部座席でずっと黙っていた。珍しかった。遠藤も何も喋らない。山道をタイヤがする音だけが続く。やがて街灯のある道へと戻った時だった。後ろの方から工藤が小さく言った。なあ。俺が振り返る。工藤は青い顔をしていた。俺さ、下にいるとき、お前らの声が聞こえてたんだよ。俺は眉を寄せた。は？こっちだって。奥に部屋があるぞって。車内が静まり返る。遠藤だけがバックミラーを見ていた。でもさ、工藤の声が震えた。でもお前らさ、井戸覗いてなかったよな。誰も答えなかった。その時カーナビが突然、ザーッとノイズを鳴らした。そして、おーいって工藤の声がした。あれは中学3年の夏休みだった。毎日うだるみたいに暑くて、夜になっても全然気温が下がらないような、そんな時期だった。俺たちはその日もいつも通り、コンビニの前に集まっていた。メンバーは、俺と、マサと、ケンジの3人。ケンジは昔から怖いもの知らずで、面倒ごとに自分から突っ込んでいくタイプだった。先生に怒鳴られても全然へこまないし、夜中にバイクを盗んで補導された時ですら、武勇伝みたいに笑って話すようなやつだった。マサはその横で調子に乗るタイプで、怖い話とかは本当は苦手なくせに、ビビってると思われたくないから毎回ふざけている。3人の中では一番普通なのが多分俺だったと思う。その日も俺たちはコンビニの前に座り込んでアイスを食ったりジュースを飲んだりしながらダラダラとしていた。夜の10時を過ぎてるっていうのに昼間の熱気がまだアスファルトに残っていて、じっとしているだけでも汗が滲んでくるんだ。道路の向こうでは街灯に集まった虫がバチバチ音を立てていて、遠くからはまだセミの鳴き声も聞こえていた。なあ、暇じゃね？アイスの棒をくわえたまま、ケンジがそんなことを言い出した。お前それ、今日だけで10回くらい聞いたわ。マサが笑いながら返す。だって、マジでやることねえじゃん。花火も飽きたしさ。じゃあお前なんか考えろよ。俺がそう言った瞬間、ケンジがニヤッと笑った。
その顔を見た時点で嫌な予感はしていたんだ。学校のプール行こうぜ。はぁ？思わず聞き返した。ケンジは面白いことを思いついたみたいな顔でこう続けた。今から忍び込んでさ、夜のプールに入ろうぜ。絶対気持ちいいって。いや、普通にやばいだろ。見つかったらどうすんだよ。夏休みだぞ。誰もいねえって。フェンスあるじゃん。俺がそう言うと、ケンジは当たり前みたいに肩をすくめた。乗り越えればいいじゃん。その言い方が自然すぎて、マサが吹き出した。お前、ほんと頭悪いな。褒めんなって。結局、そういうノリで行くことになった。今思えば、あの時ちゃんと断ればよかったんだと思う。でも中学生なんて、結局その場の勢いには逆らえない。俺たちはコンビニで追加のジュースを買って自転車に乗った。夜の住宅街は妙に静かだった。昼間は子供が騒いでいる公園も真っ暗で、人の気配が全然ない。たまに犬の鳴き声が聞こえるくらいで、あとは生ぬるい風が吹いているだけだった。三人で並んで自転車を漕ぎながら、くだらない話をして笑っていた。今思えば、あの時が一番楽しかった気がする。学校までは10分くらいだった。裏門の近くに自転車を止めて、俺たちはフェンスの前に立った。夜の学校って昼間見るのとは全然違う。校舎の窓は真っ暗で、誰もいないはずなのに妙に圧迫感がある。風が吹くたびに木がざわざわと揺れて、その音だけがやけに耳についた。プールの方からは消毒液みたいな独特の匂いが漂ってくる。うわぁ、なんか普通に怖いな。俺がそう言うと、マサも少し苦笑いをした。わかる。昼なら余裕なんにな。でもケンジだけは逆にテンションが上がっているみたいだった。行くぞ。そう言うなり、ケンジは金網のフェンスを掴んで登り始めた。早っ。お前らも早く来いって。仕方なく俺たちも後に続いた。金網がギシギシ音を立てるたび、誰かに見つかるんじゃないかと思って妙に焦った。フェンスを乗り越えて学校の敷地に飛び降りた瞬間、不思議とテンションが上がった。悪いことをしているっていう感覚が逆に楽しかったんだと思う。プールは校舎の裏にあった。月明かりに照らされた水面がゆらゆら静かに揺れている。誰もいない夜のプールは思ったよりずっと綺麗だった。うわ、マジで入るの？マサが笑いながら T シャツを脱ぐ。当たり前だろ。ケンジはもうサンダルを放り投げていた。俺もスマホをタオル代わりの服の上に置いて水際へと近づく。昼間の熱を残したコンクリートが裸足だと少し暖かかった。せーので飛び込もうぜ。ガキかよ。せーの。次の瞬間、三人同時にプールへと飛び込んだ。バシャーンと大きな水の音が響く。思った以上に水が冷たくて、全身が一気に震えた。冷てえ。やっば。声でかいって。俺たちは笑いながら水をかけ合って、しばらく子供みたいにはしゃいでいた。夜中の学校のプールを独占しているっていうだけで、変なテンションになっていたんだと思う。
先生もいない。怒る大人もいない。暗いプールの中で俺たち3人だけが騒いでいる。その感じが妙に楽しかった。だから、その違和感にも最初は気のせいだと思った。泳いでいた時だった。水の中で何かが俺の足首をスッと撫でた。一瞬、誰かがふざけて触ってきたのかと思って反射的に後ろを振り返る。なあ、今俺の足触った？そう言いながら周りを見た瞬間、背筋がゾッとした。ケンジとマサはとっくにプールサイドへと上がっていて、水の中には俺しかいなかったんだ。何？どうした？ケンジが笑いながらこっちを見る。触ってねえよ。俺らずっと上にいたし。マサも不思議そうな顔をしていた。その瞬間、さっきまで楽しかった空気が一気に冷えた気がした。じゃあ今俺の足に触ったのは一体誰だったんだ？いや、絶対なんか触ったって。俺はそう言いながら水の中で周囲を見回した。そして夜のプールは急に静かになっていた。さっきまで3人で騒いでいたせいか、その沈黙がやけに気味悪く感じる。水面だけが揺れていて、暗い底の方はほとんど見えなかった。ケンジはプールサイドに座ったまま笑っている。お前ビビりすぎだって。なんもいねえって。じゃあお前入ってみろよ。入ってるっつうの。そう言いながら、ケンジはまた勢いよく飛び込んだ。バシャッと大きな水の音が響く。うわ、やっぱ気持ちいいな。マサもケラケラ笑いながら後に続いた。お前だけビビってんじゃねえ。二人のその感じを見ていると、俺もだんだん気のせいだったのかもなっていう気になってきた。確かに暗い場所にいると変に敏感になるっていうこともある。それに、ここで一人だけ本気で怖がっているのもなんか嫌だった。俺は小さくため息をついて、もう一度水の中へと入った。ほら、何もいねえだろ。ケンジが笑いながら水をかけてくる。うるせえよ。俺もやり返して、また少し空気が戻った。そこからしばらく俺たちは普通に遊んでいた。泳いだり、水をかけ合ったり、誰が一番長く潜っていられるかを勝負したり、夜の学校に忍び込んでるという背徳感もあって、正直かなり楽しかったんだと思う。でもその楽しさの中にずっと小さい違和感だけが残っていた。なんというか、水の中にいると落ち着かない。誰かが近くを泳いでいるような気がするんだ。でも、見ても誰もいない。そんな感じだった。しばらくして、マサがふざけて潜水を始めた。見てろよ。端まで行くから。お前絶対途中で上がるって。ケンジが笑う。マサは中指だけを立て、そのまま水の中へと潜っていった。ブクブクっと泡が浮かぶ。その泡をぼんやりと見ていた時だった。俺の腕にまた何かが触れたんだ。今度ははっきりしていた。長い髪みたいな感触だった。ゾワッと鳥肌が立つ。反射的に腕を払って振り返った。でもそこには誰もいない。なあ！思わず声が漏れた。その時ちょうどマサが水面から顔を出した。ブハッ！ダッサ！全然届いてねえじゃん。ケンジがゲラゲラと笑う。でも俺は笑えなかった。
今の感触が頭から離れない。どうした？マサが不思議そうに聞いてくる。いや、言おうとしてやめた。また笑われる気がしたんだ。それに自分でも説明できなかった。ただ妙だったんだ。さっきから水の中に何かがいる感じが消えないんだ。その時だった。プールの端の方でバシャッと小さな水の音がした。三人同時にそっちを見る。暗い水面が揺れている。でも人影ではない。今の何？マサが小さい声で言った。さっきまでのふざけた感じが消えていた。ケンジも少しだけ真顔になる。でも数秒後にはまたニヤッと笑った。誰か潜ってんじゃね？やめろって。おい、いるなら出てこいよ。ケンジがふざけ半分で叫んだ。その声が静かな学校にやけに響いた。しかし返事はない。ただ水面だけがゆっくりと揺れている。その瞬間だった。ケンジの体が急に沈んだんだ。え？最初は本当にふざけているのかと思った。でも違ったんだ。沈む直前に見えたケンジの顔が完全に本気だった。次の瞬間、バシャ、バシャバシャと水面が激しく暴れ始めた。おい！マサが叫ぶ。ケンジが何かに引っ張られていた。下へ、水の中へと。ケンジの腕が水面から飛び出した。必死に何かを掴もうとしている。俺たちは反射的に泳ぎ出した。ケンジ！近づいた瞬間、ケンジが俺の腕を掴んだ。その力が異常だった。引っ張れ！顔が完全に引きつっていた。ケンジがあんな顔をするの、俺は初めて見た。誰かいる！下！俺とマサで必死に腕を引いた。でも重いんだ。信じられないくらい重かった。まるで水の底から誰かが本気で引っ張っているみたいだった。離せって！ケンジが半泣きで叫んだ。水しぶきが何度も顔にかかる。マサ、もっと引っ張れ！やってる！少し浮いたと思った瞬間、また下へと引かれた。その時だった。暗い水の中で何か白いものが見えた。それは人の腕だった。細くて白い腕がケンジの足に絡みついていた。うわ！なんだよこれ！俺は叫びながら全力で引っ張った。マサもほとんど泣きそうな顔になっている。次の瞬間、ずるっと急に力が消えた。そのままの勢いで俺たちは三人まとめてプールサイドへと倒れ込んだ。ケンジが激しく咳き込んでいた。顔色が真っ青だった。そして俺たちはしばらく動けなかった。心臓の音だけがうるさい。そしてその時だった。チャプンと静かな水の音が響いた。俺たちがゆっくりと顔を上げると、プールの底の暗闇から黒い影がゆっくりと浮かび上がっていた。最初、それが何なのかわからなかった。ただ、プールの底の暗い水の中から黒い影がゆっくりと浮かび上がってきている。それだけだった。チャプンと小さな水の音が響くたびに、その影は少しずつ水面へと近づいてくる。俺たちは誰一人動けなかった。
逃げなきゃいけないって頭でわかっているのに、体が全然言うことを聞かなかったんだ。ケンジなんか、プールサイドに座り込んだまま、肩をガタガタと震わせていた。さっきまであんなに強気だったやつが、完全に怯えきった顔をしていたんだ。影はゆっくりと浮かび上がってくる。やがて水の中から長い髪が見えた。白い顔、細い肩。女だった。その女は瞬き一つせずに、じっとこっちを見ていた。暗いはずなのに、目だけが妙に赤黒く見える。その視線がまっすぐ、ケンジへと向いていることに気づいた瞬間、背筋が凍った。まるで最初から、ケンジだけを見ていたみたいだった。隣でマサが小さく息を飲む。女の顔が完全に水面から出る。その瞬間俺は違和感に気づいた。髪だった。水の中から出てきたはずなのに、その女の髪だけは全然濡れていなかった。肩に張り付くこともなく、乾いたまま不自然に垂れていた。ありえない。その光景を見た瞬間、全身の血の気が引いた。そして次の瞬間、ケンジが叫んだ。逃げろ！その声でようやく体が動いた。俺たちは立ち上がって、裸足のまま全力で走り出した。プールサイドの地面が濡れていて、何度も足を滑らせそうになる。後ろなんか怖くて見れなかった。ただ必死でフェンスまで走った。早く、早く。マサがほとんど泣き声みたいな声で叫んでいる。俺たちは夢中でフェンスによじ登った。手汗で金網が滑る。焦れば焦るほど足もうまく引っかからない。ガシャン、ガシャンと夜の学校にうるさいくらい音が響いていた。俺が先にフェンスを越えて外へと飛び降りた。続いてマサ。最後にケンジが必死な顔でフェンスを越えてきた。行け！その瞬間俺たちは振り返りもせずに走り出した。夜道を無我夢中で走る。息が苦しい。肺が焼けるみたいに痛い。でも止まれなかった。もし後ろから追いつかれたら本当に終わる気がしたんだ。どれくらい走ったかわからない。学校からかなり離れたところでようやく俺たちは足を止めた。三人とも息が上がっていて、まともに喋ることもできなかった。ケンジなんか顔色が真っ白でまだ震えていた。しばらくすると、マサが息を切らしながら言った。もう、いねえよな。その言葉を聞いた瞬間、俺たちは同時に後ろを振り返った。学校のプールは遠くの暗闇の中にぼんやりと見えていた。そしてそのフェンスに女が張り付いていたんだ。四つん這いみたいな不自然な姿勢で。金網に指を食い込ませるみたいに掴みながらじっとこっちを見ている。暗くて距離もあるのに顔だけははっきりと見えた。真っ白だった。その女の口がゆっくりと開く。あと、もうちょっとだったのに。遠くなのにはっきりと聞こえてきたんだ。その声を聞いた瞬間、俺たちは悲鳴を上げながら再び走り出した。もう誰も後ろを見なかった。そしてその日は三人ともほとんど眠れなかった。ケンジなんか次の日には熱を出して一日中寝込んでいたらしい。いつもならどんなことでも笑い話にするようなやつなのに、あの日のことだけは誰もふざけて話せなかった。
それから1週間くらい経った頃だった。昼間俺の家で3人集まってゲームしたりジュースを飲んだりしながらだらだら過ごしていた。窓の外ではセミがうるさいくらいに鳴いていて、あの日と同じような暑さだった。自然とあの夜の話になった。マジで死ぬかと思ったわ。ケンジがソファーにもたれながら小さい声で言う。あんなに怯えたケンジを見るのはあの日が初めてだった。お前、途中ほぼ泣いてたじゃん。マサが笑おうとはしたけど、うまく笑えてはいなかった。多分、思い出したくないんだと思う。その時だった。後ろでジュースを飲んでいた兄貴が、不意にこっちを見た。お前ら、学校のプール入ったの？その一言で空気が止まった。俺の兄貴は昔からやんちゃをしていて、地元では有名だったらしい。先生にも何回も世話になっていたし、夜中に警察に連れて行かれたこともあったって聞いている。なんで知ってんの？俺が聞くと兄貴は少し笑った。ああ、その話俺も知ってるわ。は？俺らも中3の夏休みに夜のプールに忍び込んだことがあるんだよ。その瞬間俺たちは顔を見合わせた。兄貴は懐かしそうに笑いながら話を続ける。仲間とバカ騒ぎしてたらさ、水の中から女が出てきたんだ。俺らも速攻逃げたわ。一人なんかビビりすぎてマジで漏らしてたし。兄貴は笑っていた。でも俺たちは全然笑えなかった。その女って？俺がそう聞くと兄貴はうなずいた。昔この辺じゃ結構有名だったらしいぜ。プールの排水口に水着が吸い込まれて、そのまま溺れ死んだ女生徒なんだと。マサが黙り込む。ケンジも顔色が悪かった。兄貴はジュースを飲みながら続けた。10年以上前の話らしいけどな。まあ、よくある学校の怪談ってやつだよ。そこまで言ってから、兄貴は少しだけ変な顔をした。でもお前らの話、一つ変なんだよな。変って？兄貴がゆっくりと俺たちを見る。お前ら、その女に話しかけられたって言ってたよな。うん。あともうちょっとだったのにって言われたんだ。兄貴は少し黙ってから低い声で言った。でもその女はもともと障害で話せなかったらしいぜ。一瞬、誰も何も言えなかった。じゃあ、あの夜俺たちが見た女は一体誰だったんだ？小学4年の夏休みだった。今でも夕方5時のチャイムを聞くと、あの日のことを思い出す。俺たちが住んでいたのは古い団地だった。コンクリートの壁はひび割れていて、階段にはいつも湿った匂いが染みついていた。子供は多かったけど、大人たちはどこか無関心で、夕方になると団地全体が妙に静かになる場所だった。その団地の裏には小さな公園があった。ブランコと滑り台しかない古びた公園。でも夏休みの俺たちにとってはそこが全部だった。その日も夕方までみんなで遊んでいた。メンバーは5人。俺、タケル、ミホ、ユウジ、そしてケン。ケンは少し変わったやつだった。
暗いというか、いつもぼーっとしていて、一人でいることが多かった。でも、かくれんぼだけは異常に強かったんだ。どこを探しても見つからない。まるで、本当に消えたみたいに。絶対あいつズルしてるって。タケルが汗を拭きながら文句を言う。その日も、最後はケンが鬼だった。じゃあ、10数えるから。夕焼けの公園、日暮らしの声。団地の窓が赤く染まっていた。ケンは滑り台に向かって目を閉じる。1、2。俺たちは一斉に走り出した。俺は団地の非常階段の裏に隠れた。鉄の階段は熱を持っていて空気が蒸し暑かった。遠くで剣の数える声が聞こえる。10。静かになった。その時だった。もういいかい。すぐ近くで声がした。小さい声。でも妙だった。普通なら鬼が言うはずなのに、その声は妙に近い。まるで耳元で囁かれたみたいだった。俺はぎょっとして周囲を見回した。誰もいない。階段の隙間から夕焼けだけが見えている。まだだよ。今度は遠くから返事が聞こえた。ゾワッとした。何か変だった。その時、タケルの悲鳴が聞こえた。うわ！俺は慌てて飛び出した。俺は公園に戻ると、タケルが真っ青な顔で滑り台の前に立っていたんだ。どうした？いたんだよ。タケルは震えながら公園の奥を指さした。ケンが！見る。でも誰もいない。いたって、どこに？ブランコの下。タケルは半泣きだった。下向いて座っててさ、声かけたら首だけこっち向いたんだよ。美穂が顔をしかめる。何それ、怖っ。するとユウジが言った。あれ？ケンどこ？全員黙った。そういえば、まだケンが出てきていない。おーい、ケン！タケルが叫ぶ。だけど返事はない。みんなで公園を探した。団地の階段、駐車場、ゴミ捨て場。でも、どこにもケンはいなかった。次第に空が暗くなっていく。団地の窓に明かりが灯り始める頃、俺たちは少し焦り始めていた。帰ったんじゃね？ユウジが言う。でも、美穂が首を振った。ここにランドセルあるよ。滑り台の横、確かにケンのランドセルが置かれていた。嫌な空気だった。その時、夕方の5時のチャイムが鳴った。団地中に響く、帰宅を知らせる放送。その瞬間だった。公園のスピーカーからノイズが流れた。ザザッ、ザザザザ。全員が顔を上げる。普通なら、チャイムが終わったら静かになる。でも、その日は違った。ノイズ混じりに誰かの声が聞こえてきたんだ。もういいかい？空気が止まった。子供の声だった。でも間違いなかった。その声はケンの声だったんだ。公園のスピーカーから流れた声。
それはノイズ混じりだった。でも、その声だけははっきりと聞こえた。ケンの声だった。俺たちは誰も動けなかった。夕方5時の薄暗い公園。赤かった空はいつの間にか灰色になっていた。ザザッとスピーカーがまた鳴る。もういいかい。タケルが泣きそうな声を出した。やめろよ。誰かふざけてんだろ。でも、団地の放送室なんて鍵がかかっている。子供が入れる場所ではない。美穂が震えながら言った。もう、帰ろう。全員すぐにうなずいた。その時だった。まだだよ。今度は背後から聞こえた。一斉に振り向く。団地の一階、暗い通路の奥、そこに誰かが立っていた。それはケンだった。うつむいたまま、じっと立っている。ケン！タケルが叫んだ。でも、ケンは動かなかった。暗くて顔が見えない。ただ異様だった。距離は20メートルくらいなのに、なぜか輪郭がぼやけて見える。空気が揺れているみたいに。お前、どこ行ってたんだよ。俺が言うと、ケンはゆっくりと首を傾けた。ゴキッと変な音がした。それは明らかに人間じゃ曲がらない角度だった。美穂が小さく悲鳴を上げる。その瞬間、団地中の電気が一斉に消えた。バツンと、あたりが真っ暗になる。そして誰かが叫んだ。うわぁ！停電だった。公園も街灯も全部消えた。俺たちは完全な暗闇の中にいた。その時、カツンと足音。団地の通路から聞こえる。カツン、カツン。ゆっくりと近づいてくる。俺は息を止めた。暗闇の向こう、何かがいる。でも見えなかった。すると、すぐ耳元で、見つけた。俺は悲鳴を上げて走った。誰かの手を掴んで、とにかく逃げた。公園を飛び出し、団地の階段を駆け上がる。後ろから足音がついてくる。カツン、カツン。一定の速さで。走っているのに追いつかれる。早く！タケルが叫ぶ。俺たちは3階の美穂の家へ飛び込んだ。ドアを閉め、鍵をかける。全員息がぐちゃぐちゃだった。すると美穂の母親が驚いて出てきた。どうしたの？でも、俺たちは説明できなかった。その時だった。コン、コン。と、玄関のドアが鳴った。全員固まる。コン、コン。また鳴った。誰も動けなかった。するとドアの向こうから声がしたんだ。開けて。ケンの声。美穂が泣き出した。ねえ。コン、コン。開けてよ。コン、コン。まだ終わってないよ。コン、コン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 。ドアノブがガチャ、ガチャガチャと動く。美穂の母親が青ざめる。誰？
次の瞬間、ドアの郵便受けがバタンと開いた。暗い隙間、そこから目が覗いていた。真っ黒の目、ギョロッと動いて俺たちを見ていた。美穂の母親が悲鳴を上げた。すると突然、キーンコーンカーンコーン。また夕方のチャイムが鳴った。時計を見る。夜の9時だった。ありえない。でも団地中にあの音が響いていたんだ。そして放送が流れる。良い子はお家へ帰りましょう。まだ帰ってない子がいますよ。全身の血が冷えた。隠れている子は、そこで放送が止まる。数秒の沈黙。そして、見つけました。すると玄関のドアが、ドンと内側へ歪んだ。ドン、ドン、ドン。ものすごい力で叩いてくるんだ。郵便受けの隙間から何本もの指が入り込んでくる。細くて白い指、ぐねぐね動きながら中を探っているんだ。見つけた。剣の声。でも、その声には何人もの声が重なっていたんだ。男、女、子供。ぐちゃぐちゃに混ざった声。ドン！ついにドアチェーンがちぎれた。その瞬間、団地の電気が戻る。パッと明るくなった玄関。そこには誰もいなかった。静まり返る廊下。ただ床だけが濡れていた。小さな足跡が廊下の奥まで続いていた。そしてその後、剣は結局見つからなかった。警察も来た。近所の池も山も探した。でも本当に消えたんだ。そして妙な噂だけが残った。あの団地では昔、子供が何人も行方不明になっていたらしい。そしてみんな最後にこう言っていた。かくれんぼしてた。あれから20年経つ。その団地は取り壊された。でも、更地になった今でも、夕方の5時を過ぎると、近所の人間が時々聞くらしい。子供の声で。もういいかいって。あの時は本当にただ疲れていただけだった。仕事が立て込んで気づけば3週間まともに休めていなかった。毎日同じ時間に起きて同じ電車に乗って同じ顔ぶれとすれ違って同じようなやりとりを繰り返す。別に大きなミスをしたわけでもないし、誰かに強く叱られたわけでもない。ただ少しずつ削られていく感じだけが確実にあった。だから1週間前にはもう決めていたんだ。次の休みは一人でどこかに行こうと。事前に有給を申請して3日分まとめて取った。特に遠くへ行くつもりなんてなくて、とにかく人の少ない場所が良かった。スマホで適当に探して見つけたのが山の中にある小さな温泉地だった。有名でもなんでもない。名前も聞いたことがない場所。レビューもほとんどなくて写真も少ない。でもそれが逆に都合が良かった。人がいなさそうだと思ったんだ。
出発をしたのは平日の朝。高速に乗ってしばらくすると、景色はゆっくりと変わっていった。ビルが減って、田んぼが増えて、やがて林と山ばかりになる。窓を少し開けると、湿った土の匂いが流れ込んできた。それだけでほんの少し気が楽になる。そして昼過ぎには最寄りの町に着いた。観光地と呼ぶには小さすぎる。どこか時間が止まったような場所だった。駅前も静かで、開いている店もまばら。適当に入った定食屋で遅めの昼食をとる。テレビでは地方のニュースが流れていて、隣の席では年配の夫婦がほとんど会話もせずに食事をしていた。不思議とその静けさが心地よかった。食後に少し街を歩いた。小さな神社、川沿いの道、古びた商店街。どこに行っても人は少なくて、時間だけがゆっくりと流れているような、そんな感覚があった。ただ夕方が近づくにつれて、妙な落ち着かなさが混じり始めた。怖いわけじゃない。何かがあるわけでもない。でも、長くとどまる場所じゃない。そんな感覚だけがはっきりと残ったんだ。予約していた宿は町からさらに山の奥にある。チェックインの時間もあるし、そろそろ向かうことにした。ナビに住所を入れるとルートが表示される。所要時間約40分。思ったより近い。最初は整備された道だった。対向車も時々来るし、民家もポツポツある。だが山に入るにつれて、道は急に細くなった。ガードレールはあるが頼りなく、その先はすぐ斜面で、下がどうなっているのかわからない。カーブも増えて、自然と速度を落とす。気づけば対向車は一台も来なくなっていた。ラジオをつけてみるが、途中からノイズが混じり始めて、やがて何も聞こえなくなる。仕方なく電源を切ると、車内は急に静かになった。ナビを見ると、残り20分。だがルートは、さらに山の奥へと伸びている。少しだけ迷った。引き返して、もっと大きな道を使うべきではないかと。けれど、ここまで来て戻るのも面倒だったし、ナビが表示している以上、道はつながっているはずだと思った。そのまま進む。しばらくして違和感に気づいた。同じような景色がずっと続いている気がする。同じようなカーブ、同じような木々、同じようなガードレール。もちろん違う場所のはずなのに、どこか繰り返しているような感覚が離れなかった。日もかなり落ちてきていた。山の中は暗くなるのが早い。ヘッドライトをつけると、照らされた範囲だけが妙にくっきりと浮かび上がった。それ以外はすぐに闇に飲まれていた。その時だった。前方のカーブの先、ヘッドライトの端に一瞬だけ何かが映った気がした。それは人影のようにも見えた。俺は見間違いかとも思ったが、ゆっくりと車を進めると、それははっきりとした形になる。道路脇に誰かが立っているんだ。こんな時間に、こんな場所で。その人影はこちらへと向かって、親指をゆっくりと立てる。ブレーキを踏むか、そのまま通り過ぎるか、ほんの一瞬迷った。こんな山の中で人を見かけるなんて普通じゃない。それでも、あのまま置いていくのも後味が悪い気がした。スピードを落としながら近づく。人影は動かない。ただ、こちらを見ている。街灯もない場所なのに、不思議とはっきりと見えた。男だった。30代くらいに見える。
服は薄汚れていて、どこか湿っているようにも見えた。窓を少しだけ開ける。どうしました？俺が声をかけると、男は一拍置いてから口を開いた。この先まで乗せてもらえますか？低くて抑揚のない声だった。どこまでですか？俺がそう聞くと、男はゆっくりと視線を前方へと向けた。この先のカーブでいい。それだけ言って、また黙った。カーブなんていくらでもある。そう思ったが、なぜかそれ以上聞き返す気にはなれなかった。助手席のドアを開けると、男は躊躇なく乗り込んできた。その瞬間、ふわっと湿った空気が流れ込んだ。土と水の匂い。それに混じって、どこか生臭いような匂いがした。思わず窓を少しだけ広く開ける。すみません。そう言ったつもりだったが、男は何も返さなかった。ドアが閉まる。シートベルトの音は聞こえなかった。車を発進させる。しばらくは何も起きなかった。ただ、隣に誰かがいるというだけで、さっきまでの静けさとは違う妙な圧迫感があった。会話もない。ラジオもつかない。スマホの電波も圏外のまま。仕方なくバックミラーに目をやる。その瞬間、男と目が合った。後部座席には誰もいないはずなのに、ミラー越しに見える男の目は、なぜかやけにはっきりとしていた。すぐに視線を前に戻す。気のせいだと思おうとしたが、それからも何度か同じことが起きた。ミラーを見るたびに目が合う。そらしてもまた合う。まるでずっと見られているみたいに。耐えきれずに声をかける。この辺りの人ですか？返事はなかった。聞こえていないのかと思い、もう一度聞こうとしたとき、もう少し先です。男が前を見たまま言った。タイミングが妙だった。質問に答えたわけではない。まるで、こちらの考えを遮るように。喉の奥が少し乾く。ナビを見ると、目的地まで残り10分ほどになっていた。だが、表示されているルートとは別に、なぜか細い脇道が強調されている。見覚えのない表示だった。こんな道、さっきまでなかったはずだ。次、そこ。男がはっきりと言った。指さした先には、ほとんど使われていないような細い道があった。ガードレールもなく、奥は暗くて見えない。ナビはこっちじゃないみたいですけど。思わずそう言う。すると男はゆっくりとこちらを向いた。いいから。その一言だけ。さっきまでと同じ声のはずなのに、なぜかすぐ近くで囁かれたように聞こえた。背筋が冷える。無視をして通り過ぎることもできたはずだった。けれど、気づけばハンドルを切っていた。細い道に入った瞬間、ナビの画面が一度暗くなり、すぐに別の表示へと切り替わる。目的地を再設定しました。機械音声が流れる。設定なんてしていない。画面に表示されたのは、この先のカーブ。それだけだった。するとその時、隣から小さな音がした。水がポタリと落ちるような音。視線を向ける。男の服の袖から雫が落ちていた。シートに暗いシミが広がっていく。もうすぐです。
男が言う。その声はどこか少しだけ安堵しているようにも聞こえた。前方に急なカーブが見えてくる。ガードレールの先は真っ暗だった。ブレーキに足をかけたその瞬間、バックミラーに映った。後部座席にもう一人、同じ男がこちらを見ていた。反射的にミラーから目をそらした。見間違いだと思いたかったんだ。だが、もう一度だけ確認しようと、ゆっくりと視線を戻す。やっぱりいる。後部座席に同じ男が座っているんだ。服の濡れ具合も、うつむき方も全部同じ。ただ違うのは、その顔がはっきりとこちらを向いていることだった。息が浅くなる。ここで。隣の男が静かに言った。前を見ると、例のカーブがすぐそこまで迫っている。ブレーキを踏む足に力が入らない。減速しているはずなのに速度が落ちない。むしろじわじわと上がっている。ちょっと待って。言葉が途中で途切れる。アクセルに乗せた覚えのない足に重みがかかっていく。踏み込まれているんだ。自分の意志ではない。ハンドルもわずかに右へと引かれている。カーブの外側へ、外側へと。ここでいい。今度は後ろから声がした。同じ声が重なる。ミラー越しに二人の男がこちらを見ている。どちらも同じ顔で同じように口を開いている。ここでいい。ガードレールが迫る。その向こうは何も見えない闇。ブレーキを踏み込む。効かない。ハンドルを戻そうとする。動かない。視界の端で花束が見えた。いくつも置かれている。その間に古びた標識が立っていた。事故多発。その下に手書きのような文字。このカーブで男性死亡。次の瞬間ナビが鳴った。目的地に到着しました。乾いた音声がやけにくっきりと響く。画面には現在地を示すマーク。それはちょうどカーブの外側、ガードレールの向こうに重なっていた。ほら、着いた。隣の男が笑った気がした。同時に後ろの男も。強い衝撃が来ると思った。けれど来なかった。代わりに、ふっと体が軽くなった。車の音も、エンジンの振動も、何もかもが遠のいていく。気づけば俺は立っていた。さっきのカーブの道路脇に。目の前には自分の車がある。フロントが大きく潰れて、ガードレールを突き破っていた。その向こう、暗闇の下に落ちていくライトの残像が見える。理解が追いつかない。一歩近づこうとする。するとその時、背後で音がした。車のエンジン音。振り返ると、ヘッドライトがこちらに向かってくる。一台の車がゆっくりと近づいてきて、少し手前で減速した。運転席の顔がこちらを見ている。それはどこか疲れた顔をしていた。その瞬間理解した。俺はもうそっち側ではない。なのに体が勝手に動く。道路の端へと歩いていく。そして腕がゆっくりと上がり、親指を立てる。止めるつもりなんてないのに止まらないんだ。車が完全に止まり、窓がわずかに開く。どうしました？運転手がそう聞く。すると口が勝手に動いた。
この先まで乗せてもらえませんか？自分の声なのに少し遅れて聞こえた。どこまでですか？その問いにほんの一瞬だけ迷った。けれどすぐに言葉が出る。この先のカーブでいい。遠くでナビの音声が聞こえた気がした。目的地を再設定しました。それが誰の車のものなのか、もうわからなかった。この話は最初は、ただの胸くそな体験談だと思っていました。実際、途中まではそうなんです。でも、最後まで聞くとなんか違う。因果応報っていうには、妙におかしい部分があるんですよ。その男、仮に勝って呼びます。30代半ばくらい。今でも毎年同じキャンプ場に行っているそうです。たった一人で。しかも必ず2人分の準備をして。話は5年前、マサルには同棲していた彼女がいました。名前はアヤ。かなり仲は良かったらしいです。ただ、マサルは昔から少し問題があった。極端に自分優先なところがあったそうなんです。喧嘩になると相手を置いて帰る。連絡を切る。面倒な空気から逃げる癖があった。アヤはよく、いつか本当に一人になるよ。って言っていたらしいです。その年の秋、二人は長野の山奥にあるキャンプ場へと行きました。紅葉で有名な場所だったそうです。ただ、その日は天気が悪かった。山へと入る頃には雨。しかもかなり強かったらしいです。キャンセルしようかという話も出た。でもマサルが、せっかく予約したし、って押し切った。キャンプ場は川沿いにある古い場所でした。サイト同士も離れてて、夜になるとかなり暗い。管理人は高齢の夫婦。受付の時、奥さんの方が妙なことを言ったそうです。夜、川の方には行かないでね。マサルが理由を聞くと、奥さんは少し黙ってから。呼ばれる人がいるから。って笑ったらしいです。アヤはその時点でかなり嫌がっていたそうです。夜、雨はさらに強くなりました。風も出てきて、テントがずっとパタパタと鳴っていた。最初は普通に酒を飲んで話していたらしいです。でも途中から空気が悪くなった。原因はマサルのスマホ。通知が何回も鳴っていた。アヤが、またあの子？って聞いたんです。どうも職場の女の子と頻繁に連絡を取っていたらしい。マサルはめんどくさそうに、ただの後輩だって、って返した。でもアヤは納得しなかった。雨音の中でどんどん言い合いになっていったそうです。それで最悪だったのがマサル。途中で完全に切れたんです。もう帰るわ。って。アヤも怒って。じゃあ帰れば？って返した。普通ならそこで終わる話です。でもマサル、本当に荷物を持って車に行こうとした。アヤは最初止めなかったらしいんですよ。どうせ戻ってくるって思っていたから。でも、マサルはエンジンをかけた。
その時綾が慌てて外へ出た。雨の中、ちょっと待って。って。でもマサル、そのまま車を出したんです。山道を降り始めて5分くらい。急に罪悪感が来たらしいんですよ。さすがにやりすぎたかなと思った。だから引き返そうとした。でもその時、道の真ん中に誰かが立っていた。雨の中、女、白っぽい服、うつむいている。マサルは急ブレーキを踏んだ。でも次の瞬間、その女はいなくなっていた。嫌な感じがして、急いでマサルはキャンプ場へと戻ったそうなんです。でも、綾はいなかった。テントは開いたまま、荷物もほとんど残っている。ただ、泥だらけの裸足の足跡だけが川の方へと続いていた。管理人夫婦も出てきて、すぐに警察を呼んだらしいんですよ。でも結局、綾は見つからなかった。そこからです、マサルがおかしくなったのは。最初の異変は1年前。同じ日、同じキャンプ場に一人で来た夜だったそうです。夜中、閉めたはずのテントの入り口が少し開いていた。風かと思った。でもその隙間から濡れた髪が見えていたんです。テントの入り口、わずかに開いた隙間から濡れた髪が垂れていた。雨なんて降っていない夜だったそうです。でも、その髪だけが妙に湿って見えた。マサルは動けなかったらしいです。心臓の音だけがやけに響いて。しばらくして、髪がスッと引っ込んだ。その瞬間テントの外から、ザッと足音が聞こえた。裸足の湿った地面を踏む音。マサルは恐怖で外を見られなかったそうです。でも足音はテントの周りをゆっくりと回っていた。ザッ、ザッ。時々止まる。まるで中の様子を伺っているみたいに。で、しばらくしてテント越しに声が聞こえた。かなり近くで。なんで帰ったの？綾の声だった。それは間違いなく。その瞬間マサルは腰を抜かしたらしいんですよ。声が震えて、綾なのか？って聞き返した。でも返事はなかった。代わりにテントの布地に手の形が浮かんだ。外側から押し当てられたみたいに。細い女の手、水滴が布を伝って落ちてた。マサルは耐えきれなくなって外へと飛び出した。でも誰もいない。キャンプ場は静まり返っていた。月だけが出てる。ただ川の方から何かが聞こえた。笑い声みたいな女の声で、クスクスって。気づいた時には川の方へと歩いていたそうです。自分の意思じゃないみたいに。管理人の奥さんの言葉を思い出した。呼ばれる人がいるから。でも足が止まらない。川辺まで来た時、向こう岸に人影が見えた。白い服、長い髪、うつむいたまま立っている。綾だった。マサルは泣きながら謝ったそうです。ごめん。戻るつもりだったんだ。本当に悪かった。でも、綾は動かない。川の音だけがしてる。すると綾の横にもう一人立っているのが見えた。女、知らない顔。その隣にもまた一人。さらに一人。暗闇の中、女たちが並んでいた。
全員白っぽい服を着て、全員裸足だった。その時、後ろから声がした。見ちゃった。管理人の奥さんでした。いつの間にか立っていたらしいです。奥さんは川を見ながらこう言ったそうです。あそこ、昔からいるのよ。置いていかれた人たちが。マサルは意味がわからなかった。でも、奥さんは続けた。喧嘩して置いていかれた人。帰るって言われた人。助け呼びに行くって一人にされた人。みんなあそこへ行くの。マサルは震えながら、あやはって聞いた。すると奥さん、少し黙ってからこう言ったそうです。まだ決めきれてないのよ。あなたを連れて行くか、待つだけにするか。その夜、マサルは管理棟で朝まで過ごした。でも夜中にずっと聞こえていたらしいです。窓の外を歩く足音。ザッ、ザッ、時々止まる。そして女の声。ねえ、今度は置いていかないよね。それからです。マサルが毎年来るようになったのは。誰に言われたわけでもない。でも来ないとダメな気がするらしい。毎年同じ場所にテントを張る。必ず2人分の椅子を置く。食事も2人分。焚き火の前には空いた席を作る。そして夜になると誰も座っていないはずの椅子が少しだけ沈む。最近の話です。マサルはある年から変なことを言い始めたらしい。今年は機嫌がいい。とか、今日は近くまで来てる。とか、完全におかしくなったと思われてた。でも去年、別のキャンパーが見たそうです。深夜マサルが焚き火の前で誰かと話をしていた。向かいの椅子には濡れた髪の女が座っていた。顔は見えなかった。ただ、ずっと笑っていたらしいです。マサルのことを見ながら。俺がその村に来たのは仕事の紹介がきっかけだった。過疎が進んだ集落で人手が足りない。住む家も用意するし、最低限の収入も保証する。そんな出来すぎた話に半信半疑のまま、それでも他に選択肢がなかった俺は、結局その話に乗ることにした。山に入ってからやけに長く感じたのを覚えている。一本道のはずなのに、同じようなカーブを何度も曲がっている気がして、ナビも途中で役に立たなくなった。電波が途切れたスマホを何度か見直しながら、それでも引き返すという発想にはなぜかならなかったあたり、今思えばその時点で少しおかしかったのかもしれない。それでも村に着いてしまえば、そこには普通に人の生活があった。畑には人影があって、洗濯物が風に揺れていて、古びてはいるが、きちんと手入れされた家が並んでいる。拍子抜けするくらい、どこにでもある田舎の風景だった。出迎えてくれたのは、自治会長だという男だった。50代くらいで、柔らかい笑顔を浮かべながら、近づいてきたその男は、やけに距離の近い握手をしてきた。こちらが手を引こうとしても、両手で包むようにして離さない。そのまま顔を覗き込むようにして、少し声を落としながらこう言った。
ようこそ来てくれました。本当に助かりますよ。若い人はどうしても必要なんでね。歓迎の言葉のはずなのに、なぜか補充が来た、みたいな響きに聞こえて、ほんのわずかに違和感が残った。その違和感を抱えたまま、俺はそのまま村を案内されることになった。畑や集会所、使われなくなった商店や学校を一通り見て回る中で、全体的に古さはあるものの、放置されている感じはなかった。むしろ、人の手で維持されている印象の方が強い。ただ、その中で一箇所だけ、妙に浮いている場所があった。山へと続く道の手前に、真新しい金属製の柵が設置されていて、頑丈そうな鍵までしっかりとかけられている。周囲の風景がどれも年季の入ったものばかりだったせいか、その柵だけが不自然に新しく見えた。少し立ち止まってその先を覗き込むようにしながら、俺は何気ない調子を装って尋ねてみた。この先って何かあるんですか？すると会長はほんの一瞬だけ間を置いてから、視線を柵の奥に向けたまま思い出したような口ぶりで答えた。昔は牧場があったんですよ。山の上でやっていたんですがね。今はもう使っていません。それ以上は説明はなかったし、こちらが何かを聞き返す前に、自然な流れで別の話題に移られてしまった。まるで、そこは触れなくていい場所だ、とでも言われているみたいだった。やがて案内は終わり、用意されていた家に連れて行かれた。ここが今日からあなたの住む家になります。そう言って鍵を渡されたが、その言い方には最初から選択肢というものが含まれていなかった。道中、他にもいくつか空き家らしい建物は見えていたし、中にはもっと状態の良さそうな家もあった。それでも最初から決まっていたかのように、ここにまっすぐ案内された。俺は少しだけ気になって、玄関先で振り返りながら尋ねてみる。他の家じゃなくて、ここなんですね。軽い確認のつもりだったが、会長はその質問に対して、ゆっくりと笑みを浮かべると、言い含めるような口調で、こう答えた。ええ、住む場所はこっちで決めているんですよ。いろいろと都合がありましてね。まあ、慣れればわかりますよ。それ以上踏み込ませない圧だけは、はっきりと伝わってきた。家の中は、外見に反して妙に整っていた。埃も少なく、最低限の家具や生活品も揃っている。まるで、つい最近まで誰かが普通に暮らしていて、そのままの状態で出て行ったかのようだった。その違和感が気になって、俺は靴を脱ぎながら、後ろにいる会長に声をかける。ここ、前に住んでいた人がいたんですよね。すると会長は特に気にした様子もなく、あっさりとした口調で答えた。ええ、いましたよ。ただ、急にいなくなりましてね。その言い方に引っかかりを覚えて、思わず聞き返す。いなくなったってどこに行ったんですか？ほんの少し間があってから、会長は肩をすくめるようにして視線を外し、あまり興味もなさそうにこう言った。さあ、外じゃないですかね。答えになっていないのに、それで会話は終わりだという空気だった。そしてその日の夜、荷ほどきを終えて横になっていると、遠くの方から低いエンジン音が聞こえてきた。最初は気のせいかと思ったが、耳を澄ますと、それは確かに規則的に響いていて、
ゆっくりと山の方へと登っていくような音だった。気になって外に出てみると、音はやはり昼間見た柵の向こう、山の奥の方から聞こえている。こんな時間にあの先で何か動いている。そう思うと、昼間の会長の言い方が妙に頭に残った。翌日、そのことをさりげなく作業中の男に聞いてみた。男は手を止めることもなく、土をいじりながら、めんどくさそうに短く答えた。ああ、あれか。気にしなくていいよ。あまりにもそっけないので、少し踏み込んで聞いてみた。仕事かなんかですか？すると男は一瞬だけ手を止め、こちらを見ようともせずに、含みのある言い方でこう言った。まあ、そんなもんだ。知らない方が楽だぞ。それ以上は何も話さなかったし、周りにいた他の連中も、まるで聞こえていないかのように会話に入ってこなかった。その不自然な揃い方が逆に印象に残った。さらに数日過ごして、もう一つはっきりとしてきたことがある。この村には若い人間がほとんどいないんだ。年寄りばかりで働き手になりそうな世代がごっそりと抜け落ちている。違和感を拭いきれず、改めて会長に尋ねてみると、やはり同じ答えが返ってきた。みんな外に出ましたよ。ここじゃ先がないですからね。理屈としてはわかる。だが、それにしても極端すぎる。まるで、まとめていなくなったみたいに、きれいに消えているんだ。ある日、集会所の前を通りかかったとき、掲示板に貼られていた紙に目が留まった。当番表のようなものだった。掃除や見回りの割り振りかと思って近づいてみたが、そこに書かれていたのは名前ではなかった。並んでいるのはいくつかの数字。規則性のない番号とその横に記された日付と時間。そして一番下に小さく書かれた一言。搬入。意味を考えようとしたその時だった。背後からすぐ近くで声がした。それ、気になりますか？俺が驚いて振り返ると、いつの間にか会長が後ろに立っていた。距離が近い。さっきまで気配すらなかったのに、もう手を伸ばせば触れそうな位置にいる。少し言葉を選びながら、俺はその紙を指して聞いた。これ、誰の番号なんですか？すると会長は、わずかに目を細めてから、楽しむような調子でこう言った。そのうちわかりますよ。ちゃんと順番に。その言い方が妙に引っかかって、頭から離れなかった。その夜、またトラックの音が聞こえた。前よりもはっきりと、ゆっくりと、山の奥へと向かっていく。気づいた時には、もう外に出ていた。やめた方がいいという感覚はあったのに、それでも確かめずにはいられなかった。柵の前まで来ると、鍵が開いていることに気づいた。昼間は確かに閉まっていたはずなのに、今は誰でも入れる状態になっている。俺はためらいながらも中へと入り、暗い山道を進んでいくと、やがて奥の方にぼんやりとした明かりが見えてきた。距離を詰めるにつれて音もはっきりとしてくる。エンジン音と金属がぶつかる音、そして人の話し声。とっさに物陰に身を隠し、息を殺して様子を伺った。トラックの荷台が開かれていて、数人の人影が何かを運び出していた。暗くてはっきりとは見えない。だが、そのやりとりだけは、はっきりと耳に入ってきた。
今回のはどうだ？ 3 番です。状態は良好。前回よりマシだな。少し暴れた形跡がありますが、処理はどうしますか？短い沈黙の後、別の男が笑い混じりに答えた。規定通りでいい。どうせ、ここに来た時点でもう外じゃない。その一言で全部つながった気がした。番号の意味も、若い人間がいない理由も、搬入という言葉の意味も。理解した瞬間、背中が一気に冷たくなった。その時だった。背後で落ち葉を踏む音がした。見ちゃいましたか。振り返る前にわかる。会長の声だった。ゆっくり振り向くと、そこには昼間と同じ笑顔のまま立っている会長と、その後ろに並ぶ村の連中の姿があった。ただ、昼間と違うのはその目だった。誰一人として笑っていないんだ。会長は一歩近づいてくると、安心させるような口調で、しかし、はっきりとした声でこう言った。大丈夫ですよ。まだ、あなたの番じゃありませんから。その言葉の意味を理解するより先に、さらに続けられる。こういうのはね、ちゃんと順番で回してるんですよ。急にやると、いろいろ問題が出ますからね。俺は逃げなければいけないと思った。だが、足が動かなかった。周囲を囲まれていることに、その時になってようやく気づいた。そして遠くでトラックのエンジンがもう一度低くなった。まるで次を待っているみたいに。あの夜のことを俺は誰にも話さなかった。いや、正確には話せなかったんだ。翌朝村の連中は何事もなかったかのように振る舞っていたし、会長に至っては昨日と全く同じ調子で声をかけてきたからだ。どうです？もう慣れましたか？そう言って笑う顔を見たとき、こいつらは最初から全部知っていて、何もかも予定通りに進めているんだと、はっきりと理解した。下手に騒げばどうなるかも分かっていた。あの山で見た3番がどうなったのか、俺に確認する勇気はなかったが、少なくとも無事では済んでいないことだけは確信できたからだ。それでも何もせずにいるわけにはいかなかった。知らないふりをして今まで通りに過ごしながら少しずつ情報を集めるしかない。村の年寄りたちは口が重かったが、酒が入ると多少は緩むことがある。ある晩、集会所での飲みの席に呼ばれたとき、俺はそれを利用することにした。わざと何も知らないふりをして、昔の話を聞き出す。この辺、昔は牧場やってたって聞きましたけど。俺がそう切り出すと、何人かが一瞬だけ視線を交わした。それから一人の老人がため息混じりに口を開いた。やってたよ。山の上でな。牛を飼って、それなりに回ってた。懐かしむような口調だったが、すぐに表情が曇る。けど、ある年に全部ダメになった。病気だかなんかで、一気に数が減ってな。借金だけが残ったんだ。そこまで話して、老人は酒を一口飲んだ後、少し声を落とした。で、その時に話が来たんだよ。助けてやるってな。誰がですか？自然に聞き返したつもりだったが、その場の空気が一瞬で冷えたのが分かった。そして老人は答えなかった。だけど代わりに、隣にいた別の男が、やや強い口調で言葉をかぶせてきた。
昔話だ。今は関係ねえ。そのまま話は打ち切られた。それ以上は踏み込むな、という無言な圧だけが残る。だが、それで十分だった。契約は本当にある。そしてそれは村ぐるみで隠しているんだ。数日後、俺は集会所の倉庫に入る機会を得た。表向きには掃除の手伝いという名目だったが、狙いは最初から決まっていた。古い記録が残っていそうな場所を探す。棚の奥に埃をかぶった段ボールが積まれているのを俺は見つけた。中身を確認すると、俺の予想通り古い帳簿や書類の束だった。その中に一冊だけ妙に新しい紙で閉じられたファイルがあった。表紙には何も書かれていない。嫌な予感を覚えながらそれを開く。最初のページにあったのは日付と番号の一覧だった。見覚えがある掲示板に貼られていた当番表と同じ形式だ。ただし、こちらの番号の横にははっきりと名前が書かれていた。村人の名前だ。見知った顔もいくつかある。そしてその名前の横にさらに項目が並んでいた。搬入日、状態、処理。言葉の意味を理解するのに時間はかからなかった。ページをめくる。過去の記録が何年分も続いている。そしてある時期を境に、それ以前の記録とは内容が大きく変わっていることに気づいた。それまでは確かに家畜の記録だった。牛の数や状態、出荷日。だが、ある年以降、記録の対象が完全に人間に置き換わっているんだ。そのページの間に一枚だけ別の書類が挟まっていた。それはコピーのようだったが、文章ははっきりと読める。タイトルはなかった。ただ、本文の冒頭にこう書かれていた。契約条項。喉が渇くのを感じながら読み進める。内容は簡潔だった。一定期間ごとに規定数を収めること。対象は当該地域に属するものとする。不足が生じた場合、代替による補填を認める。契約の履行がなされない場合、地域全体に対して処置を行う。そして最後に一文だけ妙に具体的な条件があった。対象の選定及び順序は地域側の裁量に委ねる。思い出した会長の言葉。順番がありますから。ページをめくる手が止まらなくなっていた。確認しなければいけないことがあった。最新の記録。一番後ろのページを開く。そこには直近の搬入予定が並んでいた。番号と日付。そしてその横に書かれている名前。視線を滑らした瞬間、心臓が強く跳ねた。そこには見覚えのある名前があったんだ。俺の名前だった。その行をもう一度見直す。間違いじゃない。番号と日付、そして搬入予定。その日付は明日だった。その瞬間、倉庫の外で物音がした。誰かが近づいてくる。慌ててファイルを元に戻し、段ボールの位置も整える。何もしていないふりをして振り向いたとき、入り口に立っていたのは会長だった。何か見つかりましたか？穏やかな声だった。だが、その目は笑っていない。どこまで見たのか、全部わかっているような視線だったんだ。いえ、特には。
できるだけ平静を装って答える。数秒の沈黙。その後会長はゆっくりとうなずいた。そうですか。ならいい。そう言って一歩だけ近づくと、軽く肩に手を置かれる。それは逃げ場を塞ぐような位置だった。明日少し手伝ってもらうことがあります。耳元に近い距離で静かにそう言われた。難しいことじゃありません。順番通りに進めるだけですから。逃げないといけない。頭では分かっているのに、うまく考えがまとまらない。ただ一つだけ、はっきりとしていることがあった。もう、順番が回ってきている。その日の夜、トラックの音はしなかった。代わりに、村の中が異様なほど静かだった。まるで明日に備えて、全員が息を潜めているみたいに。眠れるはずもなく、暗い天井を見つめながら、俺は一晩中考え続けていた。どうやって逃げるか、この村から出る方法はあるのか、そして、もし出られたとしても、それで終わるのか。遠くで何かがきしむような音がした気がした。それは山の方からだった。結局ほとんど眠れないまま朝になった。薄明るくなった外を見ながら、俺は一つだけ決めていた。今日中にこの村を出る。順番が回ってきている以上、待てば終わりだ。どうにかして山を抜けて、あの一本道まで戻るしかない。最低限の荷物だけをまとめて、まだ人の動きが少ない時間を狙って家を出た。空気は静かだったが、妙に見られている感覚があった。窓の奥、家の隙間、どこからか視線だけがついてくる、そんな感覚。それでも俺は構わず、村の出口へと足を速めた。あの曲がりくねった一本道に出たとき、ほんの少しだけ安心した。ここを下れば外に出られる。そう思って車に乗り込み、エンジンをかけた。一度、二度、三度。セルは回るのにエンジンがかからない。嫌な汗が出た。何度も試しているうちにふと気づく。昨日までは普通に動いていたんだ。つまり今、動かないようにされている。車を諦めて俺は走ることにした。一本道を下るだけだ。距離はあるが不可能ではない。そう自分に言い聞かして走り出したが、数分もしないうちに足が止まった。それは道の先に人が立っていたからだ。だけど一人ではない。三人、四人、いや、それ以上。ゆっくりとこちらに歩いてくる。それは村の連中だった。後ろを振り返る。後ろも同じだった。いつの間にか後ろからも人が来ている。完全に挟まれていた。俺は息を切らしながらその場に立ち尽くすしかなかった。やがてその中から会長が前へ出てくる。相変わらずあの穏やかな笑顔のままだ。困りますよ。勝手なことをされると。だけど叱るような口調ではなかった。むしろ言い聞かせるような優しさが混じっている。それが逆に余計に気味が悪かった。ふざけんなよ。ようやく絞り出した声は自分でも驚くくらいかすれていた。人を何だと思ってるんだ。俺がそう言うと、周りの何人かが小さく笑った。あざけるような笑いじゃない。理解していない子供を見るような笑い方だった。会長は少しだけ首をかしげてから
静かに答えた。わかっているはずですよ。もう見ているんですから。そして一歩近づいてくる。俺に逃げ場はない。これはね、誰かがやらないといけないことなんですよ。穏やかな声だった。だが、その言葉の中身は一切揺れていない。昔一度だけやめたことがあるんですよ。不意にそんな話を始めた。もうやめようってね。人を出すなんておかしいって。その時のことを思い出しているのか、少しだけ目を細める。結果は簡単でしたよ。水が止まって、作物が全部ダメになって、3ヶ月で半分が死にました。淡々とした語りだった。事実を並べているだけという調子。だから続けているんですよ。全員で生きるために。そう言い切った後、ほんのわずかに笑みを深めた。その中で順番を回しているだけですから公平でしょ。言葉が出なかった。理屈としては通っている。だが、それを受け入れることはできない。外の人間は関係ないだろう。俺は最後の抵抗のつもりでそう言うと、会長はすぐに首を横に振った。いえ、関係ありますよ。間髪入れずにはっきりと否定された。あなたはもうこの村に住んでる。その一言で全部終わった気がした。契約は属した時点で対象になるんですよ。住民票でも機関でもない。ただ、ここにいるという事実でね。思い出す。家を選ばせなかったこと。名前ではなく番号の当番表。最初に握られたあの強い手。最初から決まっていた。俺がここに来た時点で数に入っていたんだ。誰かに腕をつかまれた。抵抗しようとしたが力が入らない。周囲からも同じように手が伸びてくる。押さえつけられているわけではないのに逃げられない。大丈夫ですよ。すぐに終わりますから。誰かがそう言った。慰めのつもりなのか、それともただの手順なのかはわからない。気づけばあの山道を引き返していた。連れて行かれている。昨日自分が覗いたあの場所へと。トラックが止まっていた。荷台が開いている。中は暗くてよく見えないが、奥の方に何かが積まれているのがわかる。形は人に見えた。近づくにつれてかすかな音が聞こえてきた。呼吸の音。それと何かをするような小さな動き。生きている。だが誰もそれを人間として扱っていない。番号を確認します。誰かが事務的に言う。紙をめくる音。次、4番。俺の番号だった。その瞬間、俺は完全に理解した。ここでは名前は意味がないんだ。番号だけが、順番だけが全てなんだと。荷台の縁に手をかけられる。持ち上げられる感覚。視界が揺れる。そして最後に見えたのは会長の顔だった。その顔は相変わらず穏やかな笑みのまま軽くうなずいている。またすぐ補充が来ますから。その言葉の意味を考える前に視界が暗くなった。数ヶ月後、同じ山道を一台の車が登ってくる。運転をしているのは
若い男だった。少し不安な顔をしながらも、どこか期待をにじませている。村の入り口で数人が出迎える。そしてその中心に立っているのはあの会長だ。ようこそ、待っていましたよ。しっかりと手を握りながら、ゆっくりと言葉を続ける。住む家はこちらで用意していますので。そしてほんの一瞬だけ視線を山の方へと向けてから、こちらで決めさせてもらえますね。遠くで低いエンジン音が鳴り始めていた。深夜11時、俺と工藤は今はもう使われていないとある山奥の小学校にいた。校庭、グラウンドには雑草が生え、赤錆びた鉄棒やジャングルジム、シーソー。現在は危険というレッテルを貼られた回転灯もあった。俺と工藤はこの小学校に肝試しに来たのだった。本当はもう一人、遠藤という友人も来る予定だったのだが、あいにく急な用事が入ってしまったようで、二人で行くことになった。野郎二人で肝試しとは別の意味でゾッとするが、この工藤というやつは、幽霊を見るためなら、他の条件が何だろうとお構いなしなんだ。ただ一つの条件を除いて。だってよ、一人じゃ見たっつっても誰も信じてくれねえじゃん。もっともらしい理由だが、俺は知っている。こいつは実は怖がりなんだ。それでもって熱狂的なオカルトマニアで、心霊スポット巡りが趣味なんだ。しかし、そんな工藤のおかげで、俺は普通なら見ることのできないものをいくつか見てきた。遠藤の野郎、正解だったな。ここ外れだわ。確かにね。物音一つしなかったしな。外れなら外れでそれはありがたいのだが、俺だって怖いものは怖い。でも興味はすごくある。6対4で見たいけど見たくない。わかるだろうか、この心理。というわけで、俺らはさっきまで学校内をうろうろしていたのだが、あいにく、ここで自殺したという生徒の幽霊は見ることができなかった。懐中電灯を消したり、わざと別々に行動したり、音楽室も理科室もこわごわ覗いたのだけれど、結局何も出なかった。時間が悪かったのか、それとも工藤が、おら、幽霊出てこいやなどと怒鳴りながら探索していたせいだろうか。そうして俺らは幾分がっかりしながら、小学校のグラウンドに出るのだった。で、どうすんの？帰る？と俺は工藤に聞いた。工藤は明らかに不満そうな顔をして、いつの間にか拾ったらしい木の枝で、地面にガリガリ線を引いていた。黙ってその様子を眺めていると、工藤は地面に2メートル四方くらいの正方形を描いた。続いて、その図の中に十字線が引かれる。それは田んぼの田だ。工藤が顔を上げて俺の方を見る。その顔から不満そうな表情は消えて、ニニンと笑う。なあなあ、お前、あんた方どこさって知ってっか？いきなり聞かれ、俺は少しあたふたしながら、脳内のタンスからその単語の情報を引っ張り出した。知ってる。手まり歌だろ？まりつきながら、あんたがったどっこさ、ひーごさ、ひーごどっこさ、熊本さ。わかったわかった。じゃあよ、あんどこって知ってっか？それは知らない、と俺が首を振ると、工藤は手にした木の棒で、今しがた地面に書いた図形、田んぼの田を指した。
アンドコってのはな、この4つの四角の枠の中でな、リズムに合わせて飛ぶんだよ。右と左と基本は左右交互に飛んで、あんたがったどっこさのさの部分だけ一瞬前に飛んで戻る。いいか、よく見てろよ。どうやら手本を見せてくれるらしい。せーの。あんたがったどっこさ、ひーごさ、ひーごどっこさ、熊本さ、熊本どっこさ、千葉さ。大声を張り上げながら、工藤は自分で作った図の中を前後左右にぴょんぴょん飛び跳ねた。とまあ、だいたいこんな感じだな。わかったろ？と言われても、俺は首をかしげるしかない。こいつは一体何がしたいんだろうか。わかったのは、やはり工藤はとてつもなく音痴ということだけだ。今のがアンドコ。まあ、遊びだ遊び。へえ、で？もしかして、それを俺にもやれというのだろうか。しかし工藤の顔にはまさにそう書いてある。でじゃねえよ。お前もやんだよ。二人でアンドコ。やだよ。なんで俺がそんなこと。なんでってお前、知らねえの？まあ、噂だけどよ。これ二人で目つぶってやったら、なんか別の世界に行けるんだとよ。およと思った。せっかく小学校に来たのだから、ただ単に昔を懐かしんで、子供の遊びをやろうというわけでもないらしい。それなら面白そうだということで、俺はそのアンドコをやることにした。工藤の説明によると、田んぼの田の形に区切られた4つのスペースのうち、まず2人がそれぞれ左斜めに相手がいるようにして立つ。それから目をつむり、暗闇の中で、あんた方どこさを歌いながら飛ぶ。スタートは左に。すべてを歌い終わり、ちょいとかくすのすで前に飛んで終了。そこで目を開ける。何が起こるのかはお楽しみ。注意事項として、歌を間違える、飛び方を誤る、相手にぶつかる、目を開けた時に田んぼの田からはみ出したら失敗。んじゃあ、行くぞ。ちょっと待って。なんだよ。いや、ちょっと気になったんだけどさ。アンドコが成功してさ、その工藤が言う妙な世界にもし行けたら、帰ってこれんの？すると工藤は、と笑い、知らねえ、と言った。おいおい。まあいいじゃねえか。さ、始めっか。目をつむれ。まあいいのかと思いつつも、俺は目をつむった。せーの。あんたがったどっこさ。いて！いきなり間違えた。慣れないと意外に難しいのかもしれない。おいおいお前、ちゃんとやれって。ごめんごめん。次はさ。たっくよ。頭の中でシミュレーションする。交互に、さで飛ぶ。いっせーの。いて！一瞬間違えたのかと思って謝りかけたが、よく考えてみると俺は間違っていない。目を開けてみると、工藤が手刀をかざして、悪い悪い。次は本気で行くからよ。俺はなんでか急にバカらしくなってきたが、あと一回くらいはやってみようかと思う。いっせーのせ。あんたがったどっこさ、ひーごさ、ひーごどっこさ、熊本さ、熊本どっこさ、千葉さ。千葉山にはたぬきがおってさ、
それを漁師が鉄砲で撃ってさ、煮いてさ、焼いてさ、食ってさ。それをこの葉でちょいと隠せ。前へ飛んで俺は目を開いた。四角の中にいた。成功だ。ちょっと誇らしい気持ちになって、工藤はどうかなと思い振り返った。だけどそこに工藤の姿はなかった。え？右を見て、左を見て、もう一度右を見る。俺は、はぁ？と言った。すべてはこのためだったんだ。目をつむったままの案床、などという凝ったことをさせておいて、工藤は歌の途中でこっそりと抜け出し、俺がおろおろするのを隠れて見て楽しむつもりだったんだ。工藤のやつめ。俺は何とかして工藤を見つけてやろうと思い、そこら中を注意深く見渡した。グラウンドに身を隠せるような場所は少ない。しかし工藤は見つからなかった。うまく隠れたものだ。そうして俺は持っていた懐中電灯で地面を照らした。グラウンドに工藤の足跡が残っているかも、そう思ったんだ。だけど足跡がなかった。おかしい。その時だ、違和感を覚えた。俺らはさっき前後左右に飛び跳ねていたはずだ。足跡はともかく、その飛んで着地した痕跡までない。地面に見えるのは工藤が描いた図形だけ。俺は2歩3歩と歩いてみた。足跡はつく。これはおかしくないだろうか。俺はあたりをもう一度見回す。誰もいない。風の音もしない。さっきまでは吹いていたはずだ。そういえば、虫の声も聞こえなくなった。おーい。おーい。俺はその場に飛び上がった。工藤を呼ぼうと叫んだ瞬間だった。まるでトンネルの中にいるかのように、俺の声が周囲にこだましたんだ。山彦ではない。ここは広いグラウンド。後ろに学校はあるが、何度も音が反響するなんて絶対におかしい。俺は途端に怖くなった。なあ、おーい。二度目、返事はない。俺の声だけがあたりにしつこくこだまする。ふと思い立ってポケットの中の携帯電話を取り出した。学校の中で遠藤からのメールも受信した。県外、確かにさっきまでは使えたんだ。学校の中で遠藤からのメールも受信した。別の世界。工藤が言った言葉をふと頭がよぎる。ここはもしかしてそうなのか。あんた方どこさ。ここはどこだ。小学校の入り口に目を向けた俺は、それに気がついてぎょっとする。発作的に走り出していた。学校の外には車が止めてあったが、鍵は持っていない。それよりも、この小学校は山を少し登った位置にある。ここに来るとき、小学校に入るすぐ前の道からは、下の町の夜景が一望できたのだが、そこは町を見下ろせる場所。俺は絶句する。町がなかった。いや、正確に言えば、遠目ではあったがそこに町はあった。ただしその町には、明かりがただの一粒も灯っていなかった。町が黒い。いくら深夜でもありえない光景だ。俺はその場にへたり込んでしまった。ようやく確信する。俺は異世界への扉を開けてしまったんだ。帰る手段は知らない。ゾワゾワとゆっくり足元から恐怖が這い上がってくる。どうしよう。俺は立ち上がって学校へと戻った。とりあえず何か考えがあったわけではない。あのままじっとしていても正気が保てるかどうか怪しかったんだ。学校の校庭、赤錆びた鉄棒、シーソー、
回転灯。グラウンドの中央あたりに工藤が書いた図形。俺はその中に入って再びへたり込んだ。何をしていいのかわからない。工藤を探そうか。でも無駄な気がする。うわ俺は意味もなく叫んだ。こだまする。一体何なんだこの反響音は。俺はもっと叫びたい衝動を懸命に押し殺した。ダメだ。冷静になれ。人は考えに考えた末、壁を避けて通ることを覚える。これは確か遠藤が気に入っていた言葉だ。考えなければアイデアは生まれない。考えろ俺。そこで一つ思い至る。俺が今座り込んでいるこの地面の図形。俺はこの図形からここに来たんだ。あんた方どこさによって。では同じことを繰り返せば元の世界に戻れるのではないか。がぜん元気になった俺は図形の中に立つ。目をつむる。せーの。飛ぶ、歌う、間違えないように慎重に。隠せ。どうだ、目を開く。風景に変わりはない。しかし静かだ。どうだ俺は戻れたのか。うわこだました。俺は戻れなかったようだ。それから何度かパターンを変えて試してみた。スタートの位置を変えてみたり、飛び方を変えてみたり、工藤のように音痴に歌ってみたり。けれども、いずれも効果はなかった。もしかして、二人ではなくてはダメなのか。一人ではダメなのか。一人、無音、暗闇、怖い。いかんいかん、冷静になれ。後頭部を叩く。考えろ俺の頭。もしもだ、俺があんた方どこさによってここに来たとする。そうだとしたら、その歌詞になんかヒントが隠されていないだろうか。俺は、あんた方どこさの歌詞を頭の中でなぞってみた。肥後、熊本、千葉山。そこで俺はふと思い至る。あの歌詞の中で隠されていたのはタヌキだ。鉄砲で撃たれて、煮られて、焼かれて、木の葉で隠される。もしかして俺はタヌキ？だったら工藤は漁師だろうか。しかしそんなことに気づいてもどうにもならないのだった。足元からじわじわ上がってくる恐怖が膝を越えた。足が小刻みに震え出す。まずい。正気の俺に残された時間は割と少ないらしい。勘弁してくれ。俺だって怖がりなんだ。一人は怖い。いつもはどんな心霊スポットに行ってもそれほど怖くはない。なぜなら俺の隣には遠藤と工藤がいるからだ。そういえば今日は三人じゃなかった。それがいけなかったのかもしれない。遠藤が今日来れなかった。急にバイトが入ったと言った。けれど先ほど、俺と工藤が学校の探索をしている時にメールが来ていた。その時の俺は廃校探索に夢中で、工藤からだと知っていただけでメール自体は見ていなかった。それを思い出した俺はポケットから相変わらず県外で役に立たない携帯を取り出した。操作をしてメール受信画面を開く。今どこにいる？それが遠藤からのメールだった。それが分かれば苦労しない、と俺は思った。そうして俺は足の震えとともに少しだけ笑った。このメールの内容、あんた方どこさじゃないか。あんた方どっこさ、ひーごさ、ひーごどっこさ。俺は無意識のうちに歌い出していた。そろそろ正気がやばい。立っていられなくなりそうだった。歌いながら
この足では周りをまたぐこともできないな、と思った。クマ、え？足の震えが止まった。俺は気がついたんだ。その瞬間咳を切ったように走り出していた。そうだ。あんた方どこさ。そうだった。俺は走る。誰もいない学校に向かって。走りながらつぶやく。あんた方どこさ。ひごさ。ひごどこさ。そうだよ、あの歌はもともと。手まり歌じゃないか。可能性は見当もつかなかった。客観的に見て、まるで高くないとは思う。何をどうすればいいのかもわからなかった。けれどなぜか確信できた。これが元の世界に戻るやり方だと。俺は小学校の校舎脇を走り抜け、裏手に回った。目当ての建物は校舎ではない。あった。体育館。入り口に鍵はかかっていたけれど、床近くにある通気口が一部壊れていたので、そこに体を滑り込ませて中に入った。暗い。懐中電灯をつける。しかし幽霊でもいいから出てほしい気分だった。体育館倉庫には幸運にも鍵はかかっていなかった。錆びついて重たい扉をスライドさせる。中にはここが小学校として機能していた頃の名残がそのまま置いてあった。俺の目当てはバスケットボール。ほぼ全部のボールが空気が抜けてしぼんでいたが、空気入れを見つけて、それを使ってボールに命を吹き込んだ。空気の入ったバスケットボールを持って、俺は体育館の中央に立った。床にボールを落とす。ダムッと音がして勢いよく跳ねる。再び両手にボールを抱え、俺は目をつむった。深呼吸。いっせーのせ。あんたがったどっこさ。ひーごさ。ひーごどっこさ。歌い出すと同時にバスケットボールをつく。目をつむったまま。さの部分で片足を上げてボールの上を通過させる。ちなみに俺は元バスケット部だ。熊本さ。熊本どっこさ。千葉さ。心臓が鳴っていた。また足が震え出した。歌いながら自分を鼓舞する。もう少しだ。頑張れ俺。ちょいと隠す。最後に思いっきり力を込めてボールをついた。ボールは今までの最高速度で地面にぶつかり、俺の頭より高く上がったはずだ。そして俺は目をつむったまま、その場で足を軸に一回転した。意味はない。自分でハードルを上げただけだ。両腕を前に出す。この中にボールが落ちてくるのか。時間にすれば2秒はなかったと思う。でも長かった。腕の中にボールが落ちる感触はない。しかしいつまで経ってもボールが床に落ちる音もない。しばらくそのまま目をつぶっていた。開けるのが怖かったんだ。でも足の震えはいつの間にか止まっている。深呼吸。1回、2回。俺は目を開けた。バスケットボールが消えている。うわー。俺の声がこだまする。でもそれは体育館だったから当たり前だったんだ。そのことに俺が気がつくまでに相当の時間を要したけれど、耳を澄ませると外で鳴く虫の声がかすかに聞こえた。俺は携帯を取り出す。アンテナが一本立っていた。信じられないだろうが、携帯のアンテナが一本立っていたことに、俺は本当に飛び上がって喜んだんだ。その瞬間、俺の手の中の携帯が鳴った。遠藤からだった。俺は急いで出た。よう、ところでお前さ、今小学校にいるんか？遠藤の声。不
覚にも泣きそうになりながらも、俺は、そうだよと大声で返事をし、若干惹かれた。ガンと体育館に凄まじい音が響いた。何事かと思って音の方を見ると、ちょうど体育館の裏口が蹴破られて、息を切らした工藤が中に入ってきた。そうして工藤は懐中電灯をこちらに向ける。こんなところにいやがった。マジでありえねえし。目開けたらいきなりいねえんだもん。マジありえねえよ。まったくもう。そう言って工藤は、もう。疲れた。と体育館の床にだらんと寝そべった。電話の向こうで遠藤が何かを言っている。体育館の床の上で、疲れたよー。とうなりながら転がる工藤を見ていると、なんだかその気も失せた。俺は受話器に耳を当て直し、遠藤に向かって言う。とりあえず帰るよ。そうか。それから帰りに遠藤の家に寄る約束をして電話を切った。そうして、まだ床でゴロゴロしている工藤を一発軽く蹴ると、実はボロボロ泣いていたやつを引っ張り起こして、二人で車まで戻った。運転席に座った工藤が鼻をすすりながらエンジンをかける。小学校から少し降りると街の夜景が見えた。助手席の窓から見たそれは、俺にとって今まで見たどんな夜景よりも綺麗だった。それは決して俺の目が涙で滲んでいたからではない。しかしながら自分で言うのもなんだが、不思議なことにこれだけの経験をしても、もうこりごりだとは思っていない。あんた方どこさ、どこでもいいよ。けれど次は三人で行きたいな、と思う。3年前の夏、当時付き合っていたユーマと宮古島へ旅行へ行った。今でもあの時のことを思い出すと耳の奥で波の音がする。私は沖縄自体が初めてで、宮古島なんてもちろん行ったこともなかった。でもユーマは旅行の話が出た時から妙に宮古島にこだわっていた。離島ってさ、空気違うらしいよ。本州と全然別の場所みたいなんだって。レンタカーを借りて海沿いを走りながら、ユーマはずっと楽しそうにしていた。窓を開けると生ぬるい潮風が入ってくる。真っ白な道路、低い建物、遠くまで続く青い海。どこを見ても綺麗で、現実感が薄かった。私は助手席で写真を撮りながら、なんか海外みたいだね、と言った。ユーマは笑いながら、わかる、日本っぽくないよな。そう返してきた。今思えば本当に普通の旅行だった。少なくともあの日の夜までは。到着した初日は夕方まで海で遊んだ。与那覇前浜という有名なビーチに行って、売店でブルーシールアイスを食べて砂浜を歩いた。ユーマはずっとスマホで写真を撮っていた。彩香、そこ立って。また？いいからいいから。夕日を背にして撮られた写真の中で私は笑っている。その写真は今でもスマホの奥に残っているけど、もう開けてはいない。なんとなく見たくなくて。夜は港の近くにある小さな居酒屋に入った。観光客向けって感じではなくて、地元の人が来るような、そんな静かな店だった。
カウンターの奥ではテレビが流れていて、酔ったおじさんたちが小さい声で野球を見ていた。ユーマはこういう店が好きだった。こういうとこ絶対うまいんだって。と言って勝手に入っていく。店員は40代くらいの女性で落ち着いた感じの人だった。料理はどれも美味しくて、私は途中からかなり機嫌が良くなっていた。多分その時だったと思う。ユーマがスマホを見ながら、あ、ここちょっと良さそうじゃない？そう言ったのは。何が？海。ほら。画面を見せられる。そこには夜の海岸の写真が写っていた。街灯もない真っ暗な砂浜。頭上には星がびっしりと見えている。うわー、綺麗だね。思わず声が出た。宮古島って星が綺麗だとは聞いていたけど、その写真は少し異様なくらい空が明るかった。ユーマが笑う。明日さ、夜ここに行ってみようよ。夜？星見るだけだって。私は少し嫌だった。理由はわからないけど、その写真を見たときに妙に胸がざわついたんだ。なんというか静かすぎる感じがした。その時、料理を運んできた店員さんがスマホの画面をちらっと見た。ほんの一瞬だけ。でも、その人の表情が変わったのを私は見逃さなかった。その海、夜は行かない方がいいですよ。急に言われて、私は思わず顔を上げた。ユーマは軽く笑う。危ない感じですか？危ないっていうか。店員さんは少しだけ言葉を止めた。それから妙に曖昧な言い方をした。夜はあんまり人が近づかないので。へえ。特に大潮の日は。そこまで言って、店員さんはそれ以上何も言わなかった。ただスマホの画面をもう一度見て、小さく。地元の人は絶対に行きません。それだけ言った。店を出た後、私は少し気になっていた。なんか変な言い方だったね。歩きながらそう言うと、ユーマは笑った。まあ、地元ルールみたいなのがあるんじゃないか？でも、行かないって言い方してたよ。彩香、怖がりすぎ。そう言って、ユーマは私の肩を軽く押した。港の近くは静かだった。昼間はあんなに暑かったのに、夜風だけ少し冷たかったのを覚えている。その時だった。すれ違った年配の男の人が私たちの会話を聞いていたみたいに急に立ち止まった。夜の海に行くのか？低い声だった。私たちは振り返る。帽子を深くかぶった小柄なおじさんだった。ユーマが、ああ、はい、星見に。とだけ答える。するとその人は少し黙ってから、北側の浜か？と聞いてきた。ユーマがスマホを確認しながら、多分そのあたりですね。そう言うと、おじさんの顔はわずかに曇ったんだ。やめておけ。はっきりとそう言った。私は急に居心地が悪くなった。ユーマも少し困ったように笑う。そんなやばい場所なんですか？するとおじさんは私たちを見ながら変なことを言った。
昼はいい。でも夜は人のいる場所じゃない。その言い方が妙に引っかかった。危ないじゃなくて、人のいる場所じゃない。まるで夜になると別の何かの場所になるみたいな、そんな言い方だったんだ。私は無意識にユーマの腕を掴んでいた。でもユーマは、大丈夫ですよ。すぐに帰りますから。と軽く返した。おじさんはそれ以上何も言わなかった。ただ私たちの後ろ、暗い海の方を見ていた。ホテルに戻った後も私はなんとなく落ち着かなかった。シャワーを浴びている間もさっきの会話を思い出していた。変な感じだった。具体的に何が怖いとかではない。でも近づいちゃいけないものの話をされた時みたいな感覚がずっと残っていた。部屋に戻るとユーマはベッドに寝っ転がりながらスマホを見ていた。見てこれ。そう言って画面を向けてくる。昼間に見せられた海岸の写真だった。でも今度は別の投稿が写っている。真っ暗な海、その波打ち際に白っぽいものが並んでいる。何これ？わかんない。でもコメント欄見て。私は画面を覗き込んだ。夜中に変な音が聞こえた。祭りみたいな音がした。地元の人に止められた。あそこ、昔から有名だよ。そんな書き込みが並んでいた。冗談半分みたいなコメントもあったけれど、中には妙に生々しい文章も混ざっていたんだ。その中で一つだけ気になる投稿があった。波の音が聞こえなくなったら戻った方がいい。私はその文章を見た瞬間、なぜか鳥肌が立った。やめようよ、やっぱり。そう言うと、ユーマは少し笑った。大丈夫だって、肝試しみたいなもんじゃん。でもさ、彩香、怖かったら車で待っててもいいよ。冗談っぽくそう言われて、少しムッとしてしまった。そういう言い方嫌い。ごめん。ユーマはすぐに謝った。それから体を起こして、本当に危なそうなら行かねえから、と言った。その言い方が優しくて、私はそれ以上強くは言えなかった。でも今思えば、あの時にちゃんと止めていればよかった。無理にでも。あの海へ行かなければ、ユーマは今もいなくならなかったのかもしれない。次の日は朝から快晴だった。昨日の不安なんて忘れてしまうくらい、宮古島の海は綺麗だった。朝早く起きて、ホテルの近くを散歩して、コンビニで買ったおにぎりを海沿いのベンチで食べた。ユーマはずっと機嫌が良かった。いいなあ、ここ。何度も同じことを言っていた。昼は伊良部大橋を渡って展望台へ行ったり、カフェに入ったり、本当に普通の旅行をしていた。だから私は夜の海の話をなるべく考えないようにしていた。でも夕方が近づくにつれて少しずつ胸の奥が重くなっていった。ホテルへ戻る頃には空が赤く染まり始めていた。シャワーを浴びて準備をしている間も私は何度か言おうとした。やっぱりやめない？って。でもユーマは完全に行く気だった。子供みたいに。
絶対星すごいって。なんて笑っていて。結局、私は何も言えなかった。夜9時過ぎ、私たちはレンタカーでホテルを出た。街中を離れるにつれて、道路はどんどん暗くなっていく。街灯も少ない。時々、道路脇に背の低い木が並んでいて、その影がヘッドライトに照らされるたびに人が立っているように見えた。車内では音楽が流れていたけれど、途中からユーマが音量を下げた。この辺っぽいなぁ。スマホの地図を見ながらつぶやいた。私は窓の外を見た。本当に何もなかった。店も民家も明かりもない。暗闇だけが続いている。ねえ、こんな場所に海あるの？多分あるよ。ユーマは笑っていたけど、少しだけ緊張しているようにも見えた。しばらく走ると、細い脇道が見えた。舗装はされてるけど、かなり狭い。雑草が道路にまで伸びていて、ほとんど使われていない道みたいだった。ここか。ユーマがハンドルを切る。え、ちょっと待って。本当に入るの？すぐ戻るって。車はゆっくりと暗い道を進んだ。ヘッドライトの先だけが白く浮かび上がる。左右は完全な闇だった。途中から窓の外で風の音が聞こえ始めた。海が近いんだと思った。でも不思議だった。海の近くなのに波の音がほとんど聞こえない。数分後、急に視界が開けた。砂浜だった。うわぁ。思わず声が漏れる。空いっぱいに星が広がっていた。昼間よりも現実感がなくて、まるで空そのものが近づいてきているみたいだった。ユーマが小さく笑う。ほら、来てよかったじゃん。確かに綺麗だった。でも、その時私は別のことが気になっていた。砂浜には足跡があった。大量に、裸足の足跡。子供みたいに小さいのもあれば、大人のものもある。いくつも重なっていて、砂浜の奥まで続いていた。こんな時間なのに人いるのかな？私がそう言うと、ユーマも砂を見た。昼のじゃない？でもこれ。そこで言葉が止まった。足跡が全部海へと向かっていたんだ。戻ってくる跡が一つもない。急に風が吹いた。生暖かい風だった。その瞬間、背筋がゾワッとした。理由はわからない。でも、何かがおかしかった。空気が重い。音が変だった。普通、夜の海って、もっと波の音がするはずなのに、ここは静かすぎるんだ。ねえ、ユーマ、帰ろうよ。え？なんか、ここ嫌だ。ユーマは少し困ったように笑った。すぐ帰るよ。ちょっとだけ。そう言って、海の方へと歩いていく。私は仕方なく後を追った。波打ち際まで近づいた時だった。遠くで音がした。カンと金属みたいな音。私は足を止めた。ねえ、聞こえた？ユーマも振り返る。ん？
もう一度。カン、カン。一定の間隔で鳴っているんだ。その音は風鈴にも似ていた。でも、どこか違う。もっと低くて響く音だった。何あれ？船とかじゃない？ユーマはそう言ったけど、その声は少しこわばっていた。音は海の方から聞こえていた。やがて、その音に混じって別の音が聞こえ始めた。ザッ、ザッと砂を踏む音。誰かが歩いているみたいな。でも、周囲には誰もいない。私は急に息苦しくなった。ねえ、帰ろう。声が震えていた。ユーマもさっきまでみたいに笑ってはいなかった。海を見ている。暗い海の沖。そこをじっと。なあ、彩香。何？あれ、人じゃない？私はゆっくりと海の方を見た。最初は何も見えなかった。でも、目が暗闇に慣れてくるにつれて、少しずつそれが見えてきた。海の上、沖の方、白っぽい影が並んでいた。何人も、横一列に。波の上に立っているみたいに見えた。その瞬間、カン、カン、カン。急に音が近づいた。同時に、ドン、ドン、と低い音が響き始めた。それは太鼓みたいな音だった。地面の奥から鳴っているみたいに腹に響く。私はもう完全に怖くなっていた。帰ろうよ。叫ぶみたいに言う。ユーマもようやく、やばいな、これ。とつぶやいた。その時だった。風に混じって人の声みたいなものが聞こえた。遠くで大勢が何かを唱えている。言葉では聞き取れない。でも確実にこっちへと近づいてきていた。ザ、ザ、ザと砂浜のどこかで足音がする。でも誰も見えない。音だけが増えていく。それは私たちの周りを囲むみたいに。ユーマが私の腕を掴んだ。車戻るぞ。その声が少し震えていた。私たちは足早で砂浜を戻り始めた。その時背後で一瞬だけ笑い声みたいなものが聞こえた。その笑い声を聞いた瞬間、全身の血の気が引いた。それは子供みたいな声だった。でも楽しそうな笑い方ではない。何かを見つけた時みたいな妙に湿った笑い声だった。私は反射的に振り返りそうになった。その瞬間、見るな！ユーマが強く私の腕を引いた。あんな声、初めて聞いた。本気で焦っている声だった。砂浜を戻る間も足音はずっとついてきていた。ザ、ザ、ザ、と裸足で砂を踏む音。それも一人ではない。何十人分もの足音が一定の距離を保ちながら後ろを歩いてくる。なのに振り返っても誰もいない。私は半分泣きそうになりながら歩いていた。ユーマ。大丈夫だからそのまま行け。そう言いながらユーマは何度も後ろを気にしていた。
その声がもう余裕を失っていた。やがて前方に止めていたレンタカーが見えた。その瞬間、プツッと周囲の音が全部消えたんだ。風も波の音も足音も。急に世界から音だけが抜け落ちたみたいに完全な静寂になった。私は思わず立ち止まった。おかしい。静かすぎる。さっきまで聞こえていた波の音が完全になくなっていたんだ。その時、ホテルで見た投稿を急に思い出した。波の音が聞こえなくなったら戻った方がいい。心臓が一気に跳ね上がった。次の瞬間、ドン。背後で巨大な太鼓の音が鳴った。私は悲鳴を上げる。同時に、ザッ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 と砂浜中から一斉に足音が走り出した。見えない。でもわかる。何十、何百っていう足音がものすごい勢いでこっちへ向かってきていた。走れ！ユーマが叫ぶ。私たちは車へ向かって全力で走った。ユーマが叫ぶ。背後では祭り林みたいな音が鳴り響いている。カン、カン、カン。太鼓の音、人の声、笑い声、何かを唱える声。全部が混ざって耳の奥でぐちゃぐちゃになっていた。私はもう半分パニックだった。でもその時、ユーマが急に足を止めた。え？私は振り返った。ユーマが自分の足元を見ていた。顔色が変わっている。ねえ、どうしたの？ユーマは答えなかった。ただ、震えた声で言った。彩香、先に行け。何言ってるの？いいから。怒鳴るみたいな声だった。私は初めて気づいた。砂浜に残る足跡。私たちのものとは別に、ユーマの足跡だけが海の方へと続いていた。一歩、また一歩。本人は立ち止まっているのに、砂浜にだけ次の足跡が増えていく。まるで見えない誰かがユーマを海へと連れて行こうとしているみたいに。何これ？私の声が震える。ユーマは青ざめたまま後ろを見ていた。暗闇の海、その沖に白い影が並んでいる。最初より近い。明らかにゆっくりこっちへと来ていた。その時、耳元で声がした。本当にすぐ近くで。一人。女の声だった。返せ。ぞっとした。声が近すぎる。私は反射的に周囲を見た。でも誰もいない。なのに次の瞬間、首筋に濡れた紙みたいな感触が触れたんだ。私は悲鳴を上げる。彩香！ユーマが私を突き飛ばした。私は砂浜に倒れ込む。その瞬間、私の目の前を何か白いものが横切った。それは人だった。着物みたいな白い服を着た人影。でも顔が見えない。何人も何人も暗闇の中を歩いていた。波打ち際をゆっくりとこっちを見ながら。祭り林が爆音みたいに響いた。
もう耳を塞いでも意味がないくらい大きかった。ユーマが叫ぶ。振り返るな。私はその声で我に返った。車に行け。早く。でも、いいから行け。私は立ち上がって走った。涙で前が見えなかった。後ろでは砂を踏む音が狂ったみたいになっていた。人の声、笑い声、太鼓、全部が追いかけてくる。震える手で車のドアを開けた。鍵を落としそうになりながらエンジンをかける。その時だった。バンと後部座席の窓を何かが叩いた。私は叫びながら顔を上げる。でも窓の外には誰もいない。なのに濡れた手形だけがついていたんだ。ユーマ。私は叫んだ。だけど返事はない。フロントガラスの向こう、暗い砂浜の中に人影が大量に立っていた。白い服、揺れている。でも顔だけが見えない。その奥でユーマが誰かに腕をつかまれているのが見えた。やめて。私は車を降りようとした。その瞬間、助手席のドアがガチャッと開いた。ユーマが乗ってきたんだと思った。でも、助手席には誰もいなかった。ただ濡れた砂だけがシートに大量に落ちていた。その瞬間、耳元ですぐ隣で誰かが笑ったんだ。私は悲鳴を上げてアクセルを踏んだ。タイヤが砂を巻き上げる。車は細い道を狂ったみたいに走った。私にバックミラーを見る勇気はなかった。ただ走っている間ずっと後部座席から砂を踏むような音だけが聞こえていたんだ。ザッ、ザッ、ザッと。気づいた時には私は明るい道路まで戻っていた。コンビニの駐車場で車を止めてそのまま吐いた。手が震えて止まらなかった。スマホを見る。ユーマからの連絡はなかった。何度電話しても繋がらない。そして翌朝、警察と地元の人たちが海岸を探してくれた。でも結局、ユーマは見つからなかった。残っていたのは砂浜の足跡だけだった。私の足跡、ユーマの足跡、そして海へと向かう大量の裸足の跡。その中でユーマの足跡だけが途中から消えていた。まるでその場所で向こう側へ連れて行かれたみたいに。探しに来ていた年配の男性が小さく言った。返してもらえたんだな。私は意味がわからなかった。だけどその人は海を見たまま続けた。昔からあるんだよ。呼ばれる日が。風が吹いた。波の音が聞こえる。でもあの夜みたいに急に波の音が消える瞬間がある。その度に私は思い出してしまう。あの砂浜、祭り林。暗い海の上に並んでいた白い影。そして最後に聞いたユーマの声を。振り返るな。今でも私は夜の海へは行けない。もしあの時私が振り返っていたら、きっと帰ってこられなかった気がする。